2002オートバックス JGTC の幕が切って落とされた。1000分の1秒でも速く 0.01 メートルでもライバルより前へ。全ては勝利のために、勝者の証オートバックスカップを勝ち取るために。オートバックスは JGTC を応援しています。The most exciting race on our planet. Tour Outbacks JGTC official video. Japan GT Zero Tour Volume 1. Chapter 1 2002年エントリーマシン紹介。 Chapter 2第1戦 TI ダイジェスト。 Chapter 3 GT アーカイブス。 Chapter 4 2002年型マシン徹底解剖。 Chapter 5第2戦富士ダイジェスト。その他内容盛りだくさん。2002年エントリーマシンを一挙紹介。 GT500 クラス。カーナンバー1 au セルモスープラ。カーナンバー6 S ウルトラフロースープラ。カーナンバー8オートバックス NSX。カーナンバー12カルソニックスカイライン。カーナンバー16無限 NSX。カーナンバー18高田ドーム NSX。カーナンバー22ザナビーニスモ GTR。カーナンバー23カストロールピットワーク GTR。カーナンバー25 FK マッシモアドバンスープラ。カーナンバー30総計マクラーレン。カーナンバー33ユナイテッド右京スープラ。カーナンバー35プロジェクトミューエスペリアスープラ。カーナンバー36特本トムスープラ。カーナンバー37ゼントトムススープラ。カーナンバー39デンソーサードスープラ GT。 カーナンバー64モービルワン NSX。 カーナンバー76イエローコンマクラーレン GTR。 カーナンバー87 HKSCLK。カーナンバー88ノマドディアブロ JGT1。 カーナンバー100レイブリック NSX。GT300 クラス。カーナンバー2ボスベルノ東海 ARNSX。 カーナンバー3ユニシアジェックスシルディア。カーナンバー4ジップスピードコルベット。カーナンバー5バンプレストカークラブマッハ号 MT。 カーナンバー7雨宮松本清アスパラ RX7。 カーナンバー9 ARC 一毛虫ポルシェ。カーナンバー15アンプレックス BMW M3 GT。
カーナンバー17コーセスピリット MRS、 カーナンバー19ウェッジスポーツ MRS、 カーナンバー21ダンロップ BMW M3GT、 カーナンバー24エンドレスタイサンアドバン GT3R、 カーナンバー26プラス E タイサンアドバン GT3R、 カーナンバー 28MY&C タイサンアドバン GT3R、 カーナンバー31オートバックスアペックス MRS、 カーナンバー55イクリプスタイサン AD バイパー、カーナンバー61 R&D スポーツダンロップ GT3R、 カーナンバー62 BMAC R&D ダンロップ 320R、 カーナンバー63レイジュン R&D ダンロップ GT3R、 カーナンバー70外車の外国やダンロップポルシェ、カーナンバー71シグマ MRS、 カーナンバー77クスコスバルインプレッサ、カーナンバー81ダイシンアドバンシルビア、カーナンバー86プロジェクトミュークリスタル MRS、 カーナンバー360ダンテールフェラーリ、カーナンバー910910ロデオドライブアドバン GT3R、 カーナンバー911 PCJ ケルンテンボロ GT3R。 TI ダイジェスト4月13日、いよいよ2002オートバックス JGTC の幕開け。続々と集まってくるドライバーたち。開幕戦恒例のドライバー集合写真の撮影が行われる。馴染みのドライビングスーツに袖を通す者、昨年とは全く違う色のスーツに身を包んだ者、それぞれである。シーズンオフ、最も話題になったのは飯田明。長年親しんだチーム国光を離れトヨタに移籍。今年は脇坂樹一と GT のポールポジション獲得記録を持つ2人でコンビを組む。本山聡はニスモに復帰。ミハエル・クルムと組みチャンピオンを目指す。フォーミュラ日本で負傷してしまった無限のエース道上亮の代役として急遽ステアリングを握ることになったのはドミニク・シュワガー。300クラスの移籍で我々を驚かせたのが山野哲也。昨年の最終戦でまさかの接触を起こした相手柳田正隆とユニシア・シルビアでコンビを組むことになった。公式予選 GT300 クラスのポールポジションを奪ったのは昨年ここでポールトゥーウィンを決めたオートバックスアペックス MRS。 2年連続ポールトゥーウィンなるか。予選2位はエンドレスアドバン GT3R。 2000年チャンピオンの福山秀夫は今シーズン王座に返り咲くことができるか。3位につけたのはユニシア・ジェックス・シルビア。昨年最終戦で大きなドラマを作った2人でチャンピオンを目指す。昨年チャンピオンのダイシンアドバンシルビアは予選5番手からのスタートとなった。 GT500 クラスのポールポジションはモービルワン NSX。 ラルフ・ファーマンは道上の持つコースレコードをおよそ 0.5 秒縮めるスーパーラップでポールポジションを奪取した。予選2番手は高田ドーム NSX。 セバスチャン・フィリップ、リチャード・ライアンの新コンビで勝利を目指す。予選3位は無限 NSX。 道上のためにも勝利を飾りたい伊藤シュワガーのコンビは十分優勝を狙えるポジションにつけた。そして昨年チャンピオンの au セルモスープラは8番手からのスタートとなった。今回初戦を迎える直前にですね、道上選手がクラッシュしてしまってということで、開幕戦の直前から大変だったと思うんですが、いろいろ、事件ありまして、かなり急だったんで、代わりのドライバー、道上の代わりになるようなドライバーっていうのはもう残ってなかったんで、
それでも、チーム戦力として落とさないようなということで、今まで NSX 乗った実戦の経験のあるドライバーという条件の中から、今回ドミニクを起用しました。幸いにドミニクも F3000 で、ね、出場できなかったというところでは、そのある面チームとしては幸運だったっていう。そうですね、非常にラッキーだったと思います。またニスモに戻って新しいコンビネーションということですけど、いかがでしょうか。今のところすごく順調ですね。で別に戻った後もあんまりそんな変わらないと思ってるんですけど、今年こうやって、ね、そのチームカラーもついたし、いい結果を残したいです。本山選手とのコンビネーションはいかがですか。いや、今日は予選終わった後やっぱり素晴らしいと思います。今日の本山は本当にそのスカイラインで素晴らしいタイムが出したと思います。スープラとLSX どうですか、乗り比べてというか変わって。見ての通りでもうちょっとまとまらないとちょっと厳しいなって気がするんですけどね。でも速さはあるんで、ね、なんとかなんとかしたいですね。毎日データ見ながらね、シルビアの乗り方をちょっと勉強してるところです。フレッシュマンなんでね、僕は。柳田選手からご覧になって山野さんの走りってのはどうなんですか。そうですね、もうタイムもだんだん詰めてきて、一緒に2人でデータ仲いいんで一緒にやってるんですけど去年のね最終戦の、因縁のコンビと言われてるんですけどもまだ言いますか。僕今自分から食っちゃいました4月14日決勝レース、唯一の全車ウェイトハンデなしのレースを制するのはどのマシンなのか。開幕戦がこんなに調子いいと思わなかったんでね、すごいドキドキしてます。ポールトゥフィニッシュといきたいですね。そうですね、車調子いいんで多分大丈夫だと思います。Yeah, the team have done a great job this weekend. The car's been really good. Still been able to be on pole, but obviously it's a long race and need to stay out of trouble, especially with the GT300 cars. That's the most important thing. But I think after the first couple of laps and just settle down, try to get a gap, and then just be careful. 新しいね BF グッドリッシュタイヤのデビュー戦でポールっていうのはもう気持ちいいですよね。それはやっぱりね嬉しいですね。タイヤさんにもいいプレゼントできたし、三田さんスタートですよね。そうです。ソフトだって聞いたんですけど、実際にはソフトだって言ってもあまり今のところ種類がないんです。だから、ソフトといえばソフトだし、ミディアムといえばミディアムだし、これしかちょっと今のところチョイスするものがなかった。大丈夫ですよね。そうですね。大丈夫です。スタートの瞬間が近づき、ドライバーたちに緊張感がみなぎる。オートバックス JGTC 第一戦を開幕の宣言をいたします。午後2時、フォーメーションラップがスタート。スターティンググリッドはご覧の通り、黄色の文字のドライバーがスタートドライバーである。シグナルがグリーンに変わりスタート。スタート直後からモービルワン NSX はスタート前のファーマンの言葉通り2位以下との差を広げていく。
それではスタートシーンを予選3番手伊藤大輔、予選5番手ミハエル・クルム、予選8番手竹内宏典のオンボードカメラでリプレイ。クラスはオートバックスアテックス MRS が首位を守る。しかしエンドレスタイサンアドバン GT3R も離されず続いてゆく。300クラス、昨年チャンピオンを争ったユニシア JX シルビア、ダイシンアドバンシルビアはテールトゥーノーズで3番手を争う。500クラスの7番手争いは大きな集団となって激しさを増していく。特本スープラ土屋武史、au スープラ竹内宏典、イエローコーンマクラーレン服部直樹のオンボードカメラでバトルをリプレイ。
300クラスでも同一周回にオーバーテイクシーン。大新シルビアが3位に浮上。au スープラをかわした土屋武史はザナビー GTR ミハイル・クルムにターゲットを変え急接近していく。オートバックス NSX 金石にかわされたイエローコーン服部だが離されずぴったりとついてゆく。23周目バックストレートで片山右京がフロントタイヤにトラブルを起こしスローダウン。26周目イエローコーンマクラーレンがオートバックス NSX を逆転。500クラスの上位陣では2位高田ドームから4位デンソースープラまでの差が縮まりその差はわずか1秒となっていた。
33周目、22週にわたって繰り広げられたバトルに終止符。特本スープラが6位に浮上。その直後、今度はデンソースープラが無限 NSX をオーバーテイク、3位に躍り出た。34周目、エッソスープラがピットイン。飯田明、決勝でのスープラ初ドライブの時を迎えた。ザナビー GTR は得意なピットワークでエアジャッキトラブルというニスモらしからぬミス。また無限 NSX はシートベルトがはまらず、およそ1分のタイムロスをしてしまう。違う、黄色のバックル。そして39周目、勢いに勝るデンソースープラが高田 NSX をかわして2位に浮上した。両クラスでトップ独走状態となったオートバックス MRS モービルワン NSX は危なげのない完璧なピットワーク。高田 NSX は給油が終わった時マフラーにガソリンが引火。あわや大惨事かと思われたが、素早い消火作業で事なきを得る。しかしコース復帰直後、その影響かリチャード・ライアンはコースアウトしそうになってしまう。ピットワーク後もモービルワン NSX オートバックス MRS の両クラスリーダーは2位以下に付け入る隙を与えないハイペースで走行を重ねていく。着実に順位を上げた飯田明は5位にまでポジションアップ。しかしその背後にはピットワークでロスしたものの、自力に勝る無限 NSX がハイペースで追い上げてきた。しかし飯田明も簡単にはポジションを譲らない。500クラスの2番手争い。
一時は差をつけられた高田 NSX だが、1周1秒近いペースでデンソースープラとの差を詰め、その背後に迫ってきた。そして66周目、高田がついにデンソースープラをオーバーテイク。au スープラは4位を単独走行。しかし前半をドライブした竹内は車内で起きたトラブルと格闘していた。なんかだいぶ酸欠で苦しいって今お話伺いましたけど、この前テストの時にね、ちょっと室内にエンジンオイルがこぼれちゃったんですよ。でそれが気化してね、車の中もうすごいことになってて、一応窓開けてね、なんとかこうやって息捨てたんだけど、かなり厳しかった。立川君は中は大丈夫なんですか？やっぱり同じ状況なんですか？途中で燃え尽きちゃったみたいで、25周ぐらい煙すごかったけど、それからもう大丈夫です。1回走ったことあるから、その辺のコミュニケーションは問題ないし、ちゃんと今ちゃんと追い上げてくれてるんでね、最後までちょっとタイヤが持つか心配ですけども、大丈夫だと思う。でも大輔選手がすごくいい仕事しましたね、今日。そうですね、ちょっと前走にね抜かれたのが悔しかったですけど、最後まで諦めらめずにね、りょうちゃんのためにも頑張りたいと思います。ちょっと気がないんでやめてきました。ありがとうございます。気になる5位争いのバトルの行方は。
その後エッソスープラは後続車に次々にかわされ順位を大きく落としてしまう。ファイナルラップ、トップを独走するモービルワン NSX は慎重にペースをコントロールしながらゴールへ向かう。そしてチェッカーフラッグ。2002シーズン開幕戦をポールトゥウィンで制したのはモービルワン NSX。 2位は高田ドーム NSX、 3位はデンソーサードスープラ GT、 300クラスオートバックスアペックス MRS もポールトゥウィン。BF グッドリッジの GT デビューレースで最高の結果を残した。そして2位はエンドレスタイサンアドバン GT3R、 3位にはダイシンアドバンシルビアが入った。もうね、ラルフのね初めのすごい出足でギャップをね広めたおかげで、僕もハードタイヤで守りのレースできたんで、すごい、ね、上出来ですね今日のレースは。A perfect start to the year in GT. Yeah, quickest in every session. So we go to the next race with 70 kilos and see how we go. But it'll be interesting. おめでとうございます。久しぶりです。もうでも余裕だったでしょ。ずいぶん後ろ離してましたし。目いっぱいです。はい、疲れました。で僕たちは予選もポールを取りたかったし、開幕戦でデビューウィーンをBF グッドリッジさんにプレゼントできたっていうのは、僕らとしては一番嬉しいことなんでね、すごく本当みんな頑張ってくれて、もう逆に言えばもう皆さんのおかげですね本当に。もうこのまま行きましょう。そう思ってんだけどいつもここからがダメなんだよね、ウェイトがね。ウェイト一応ウェイトあっても頑張る。頑張ります。いやもう本当に野球でいうノーヒットノーランをやった感じですね。本当に素晴らしかった。メカもそうだしドライバーもそうだし、本当に一つも失敗作なしでね、特に開幕っていうのはみんなウェイトハンデがないもんですからね、本当の真の実力が出せるレースなんで、そういう意味ではもう僕としては本当にみんなね、メカもドライバーも本当に完璧にやってくれたんで、もう最高。期待されたんですけどちょっと苦しいレースでしたね。そうですね。なんで苦しかった？いや俺あんまり苦しなかったけど苦しかったでしょ。苦しかった俺。長かった最後の5周が。足トラブル熱かったですね。熱い熱いって聞いてたんですけど、こんなに熱いっていうか痛くなると思わなかったです。舐めてました。僕も去年通ってきたなんていうそういう試練だったんですけど、
チームメイトがね初めてのスープラのレースディスタンスで経験して、今回それでなおかつまだその13位からスタートして1ポイント取ってますし、予選順位から上がってるんで、ちょうど1ポイントそれを。あと面の川暑いんですけど、足の川がなんか薄いみたいでちょっと足が熱い君みたいに川も足も熱くないの俺まだね、あれがなんとかもう本番で出てくれるな。頼むよ、もう次はもうバシッと10ポイントとかね、バビューンって出るような車にしといてくれよ、次はもう8ポイントとかねね、どれだと思うんやけど、もうちょっとチームメートのねポイント取ると重くなるし。今回の GT アーカイブスは1996年の第2戦富士をピックアップ。この年マクラーレン F1GTR は圧倒的なパフォーマンスで GT に旋風を巻き起こした。ダークマクラーレン F1GTR60 号車で服部直樹とコンビを組んだのはラルフ・シューマッハ。ラルフ・シューマッハは JGTC の経験も礎に F1 へとステップアップしたのであった。2002 Mercedes 2002 model Honda NSX. Do I look good in this? Oh, oh, do I look good in this? やはりかなり空力面を昨年よりアップしてきているというような車になってます。NSX 自体モデルチェンジしてますんで、外見で大きな違いは、ヘッドライトですか。今年は、ドアミラーを、空力的な面もありまして細くした関係で、昨年と同様ぐらいの視界を得るために、リアビューモニターを取り付けて、視界は、確保しているというような状況です。走ってて体感するのはすごく難しいんですけども、でも高速コーナーに関してはだいぶ安定感があるなっていうのは感じます。外のミラーがだいぶ小さくなってその分カメラをつけなきゃいけないみたいな感じになったんですけど、ほとんど見てないですカメラ。小さいけどサイドミラーで確認してます。サイドミラーは見えるんです。ちっちゃいけど別にそんな気になるほどでもない。VMAC RD320。基本的にコンセプトが
世界最強のロードカーを目指してますので、世界最強のロードカーっていうのはやっぱりこういった GT レースで、結果を残せる車だと思ってますんで、風洞とか、追求していくと、こういう形になっていくと思いますけどね。しかもロードカーという前提ですから。エンジンはホンダの NSX のエンジン。そうですね、NSX のエンジンをベースに、戸田さんのところで、チューニングしてるわけですね。ただNSX は横置きですよね。これはもう縦置きで、ミッションも縦置きでと。そうですね、もうレーシングカーとして一番ベストなレイアウトにしてますから。ゴールデンウィークの富士スピードウェイを舞台に行われた第2戦。このレースには開幕前から話題だった HKSCLK がついにその姿をサーキットに現した。しかし車が出来上がったばかりで予選フリー走行と通して走行することはなかった。一方300クラスの話題のマシン BMAC はフリー走行から素晴らしいタイムを記録した。5月3日に行われた公式予選 GT300 クラス3番手のタイムを叩き出したのはウェッズスポーツ MRS。 ウェッズ MRS はオリジナルにこだわった MRS で勝利を狙う。予選2位はボスベルノ東海 ARNSX。300 クラスに参戦する唯一の NSX は性能引き上げにより JGTC チーム最上位のグリッドを確保した。そして300クラスのポールポジションを奪ったのはなんとニューカマーの BMAC R&D ダンロップ 320R。 BMAC はシェイクダウンが済んだばかりの状態でポールポジションを獲得してみせた。GT500 クラス予選3位はイエローコーンマクラーレン GTR。 イエローコーンマクラーレンは高い運動性能で優勝を十分に狙えるポジションにつけた。そしてポールポジションを争ったのは昨年の第2戦と同じく au セルモスープラ立川裕二と S ウルトラフロースープラ脇坂十一。この争いに勝ちを収めた脇坂は3年連続でゴールデンウィークの富士スピードウェイポールシッターとなった。予選中のストレート最高速はポールの S ウルトラフロースープラが 292.5 キロ、予選2位 au セルモスープラが 290.2 キロ、予選3位イエローコーンマクラーレンは 277.7 キロ、 NSX 最上位オートバックス NSX は 283.7 キロであった。ストレートの長い富士、この速度の違いは決勝にどう影響するのか。もう狙った通りお見事でした。そうですね、このレースは首都入りますしね、目立ちたがり屋の僕にとっては最高の条件で、あと3年連続なんでね気持ちいいです。あとその前の年もアキラ勝ってるし、4年どっちかが勝ってるっていうのだから、なんとかもう明日はパーフェクトにいきたいですね。多分接戦になると思うんで、それをねうまく作戦で、あと車の走らせ方、うまく、今回でも流れが結構いいんで運がいいというか、だからあとはもう決勝でねうまくレースまとめられればこのままいきたいなと、おめでとうございます。ありがとうございます。お見事でした。もうね車もやっと少しずつ走るようになってきて、昨日から今日にかけても徹夜でね新しい空力パーツとかを作ってくれた工場にいる人たちもね、なんとかポールを取りたいと思ってました。あんまり今回乗る機会なかったんですけど、車がすごい素直に言うこと聞いてくれるんで、本当にコンスタントにちゃんと走れば結果はついてくると思います。5月4日決勝レース、今年で2回目となる富士500キロレースはどんなドラマが待ち受けているのだろうか。 JGTC ならではの激しいレースを見ようと、この日富士スピードウェイには5万3000人の観客が訪れた。
そしてこの人も JGTC の激しいバトルを観戦しにやってきた。フロントローの4人は笑顔。しかし内心は闘志を燃やしているはずである。シグナルがグリーンに変わりスタート。それでは予選9位ドミニク・シュワガーと予選2位立川裕二のオンボードカメラでスタートシーンをリプレイ。2周目の1コーナー、ここでアクシデント。無限 NSX とモービルワン NSX ゼントトムスープラの3台が接触、コースアウトしてしまった。このアクシデントによりセーフティーカーが導入される。大丈夫だよ、まだスピードボード出てるから大丈夫。
ストロール GTR は予選13番手から8番手にジャンプアップ。さらに前を行くデンソースープラを追い詰める。そして6周目の1コーナーで au スープラはエッソスープラを捉え首位に立つ。300クラスではオートバックス MRS が2位に浮上。昨年は富士で負け知らずの大新シルビアは緊急ピットインで大きく順位を下げてしまう。エンドレス GT3R はマシントラブル。この後ピットインしたがリタイアとなってしまう。13周目ボス NSX が再び2位に返り咲く。トップ au はエッソとの差を徐々に広げていく。18周目カルソニックスカイラインはプロジェクトミュー MRS と接触。星野和義ここでレースを終えてしまう。26周目序盤のアクシデントで最高峰まで下がった無限 NSX が早くも9番手まで順位を上げてきた。序盤大きく順位を上げたカストロール GTR は3分の1に満たない周回数でルーティンのピットワーク。ニスモはソフトタイヤで攻める作戦に出たようだ。30周目4位を走行していたデンソースープラがストレートでスローダウン。さらにピットに戻るための走行中にタイヤが外れ、このレース2度目のセーフティーカーが導入された。このセーフティーカー導入により各社が続々とピットイン。ピットは戦場と化す。無難にピットワークを終えた au スープラ。しかしエッソスープラには信じられないアクシデントが。
スはピットインしてきたオートバックス NSX とぶつかってしまった。リアフェンダーからブレーキダクトまで破損してしまったオートバックス NSX。 エッソスープラは左フロントの損傷。これが後のレースにどう影響するのか。300クラスもピットでアクシデント。1位の B マックは最初のピットワークでタイヤがうまくはまっておらず2度目のピットイン。2位のボス NSX はセルモーターが回らず走り出すことができない。3位のオートバックス MRS はミッショントラブル。なんと上位3台がトラブルの浮き目にあってしまった。リスタート直後、イエローコーンはエッソを捉え2位に浮上。エッソの飯田はハイスピードでのマシンの状態を確かめながらの走行。ピットワークでつまずいた B マックだったが圧倒的な速さで2位のウェッズ MRS をあっさりとパスしていく。そしてタイヤのトラブルで大きく順位を落としたデンソースープラが今度は B コーナーで突如ストップ。このレース3回目のセーフティーカーが導入された。3回目のリスタート。明らかにスープラに比べストレートスピードに劣るイエローコーンがついにトップに立つ。この時サーキットはどよめきにも似た歓声が。その直後飯田も感激を縫い2位に浮上。しかし英雄の竹内はエッソに離されることなく後を追ってゆく。そして
レースも半分を消化した59周目、素晴らしい走りを見せていたイエローコーンが突如スローダウン。スローダウンするイエローコーンを au エッソがかわし、 au はローセス周囲に躍り出る。どうなっちゃったんですか？ちょっとタイヤ切れちゃったみたいで、いつコーナーのブレーキでちょっと内側削れてたみたいでね、切れちゃって。残念ですね。ねえ、まあけどスープラ速いでストレート、もうかなわない。お疲れ様でした。はい、どうも。63周目、突如オフィシャルがエッソのピットにやってきた。ピットロードでオートバックス NSX に追突してしまったことによるペナルティを告げるためである。エッソが受けるペナルティは30秒のストップ。大きく重いペナルティに脇坂十一言葉を失う。74周目、トップの au は2度目のルーティンワーク。その直後モービル1がコースアウト。これによりまたもやセーフティーカーが導入。セーフティーカー前にピットに入った au はタイムロスになってしまい、タイミングよくピットに入ったオートバックス NSX 無限 NSX の NSX のワンツー体制。なんとホンダ陣営がトップを固める予想外の展開に。1コーナーで姿勢を乱したオートバックス NSX。 右リアの破損によりブレーキが片利きになっていたようだ。85周目、カストロール GTR にピット枠違反のペナルティが出された直後、最終コーナーでディアブロがスピン。この日5回目のセーフティーカーが入ることになった。
89周目、周回遅れの早慶マクラーレンが特本スープラに追突。特本スープラは4位から8位に順位を落としてしまう。そして au スープラはオートバックス NSX をかわし2位に。さらに勢いを増す au スープラは91周目、ついに無限を捉え再び首位の座を奪還。トヨタのホームサーキットで NSX に負けるわけにはいかない。ピットクルーにも力が入る。30秒のペナルティーを受けたエッソだが猛烈にスパートをかけ4位まで浮上。それをレイブリック、ザナビー GTR が追ってゆく。300クラスの3位を走行していたエクリプスバイパー。そのバイパーにピット枠違反のペナルティーが出された。その直後、なんとこの日6度目のセーフティーカー。第2戦富士は大荒れのレースとなった。早慶マクラーレンの追突、バイパーが原因のクラッシュ。ワインガードナーは腹の虫が収まらない。
7周、エッソスープラは3位に浮上。そして2位 B マックとの差をほぼ1周つけ、300クラスの首位を独走していたウェッズ MRS が突如スローダウン。 B マックはその差をみるみるうちに縮めてゆく。エッソスープラの脇坂も無限との差を詰め、もはや射程圏内。300クラスデビューレースの B マックがついに首位の座を射止めた。そして無限 NSX エッソスープラの2台はサイドバイサイドの状態でファイナルラップに突入。チェッカーフラッグ。昨年未勝利ながら王者となった英雄セレモスープラが悲願の勝利を手に入れた。2位はエッソウルトラフロースープラ、3位は無限 NSX。300クラスのウィナーはデビューしたばかりの B マック R&D ダンロップ 320R。 勝者柴原の目には涙。2位はシグマ MRS、 3位にはプラス E タイサンアドバン GT3R が入った。いろんな車がね来てた方が面白いでしょうし、ポルシェが来た時もこんな感じだったんでしょうから、これからうちの車をねみんな乗ってくれるようにいい宣伝になりました。どうもおめでとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。やっとと言っていいんですかね、勝ちましたね、ついに。そうですね、今回はもう本当に順調でしたね。ただ途中、竹内さんいろいろセーフティーカーは入るわ、もう大騒ぎになりまして、ちょっと遅れましてびっくりしましたよね。やっぱタイミングがね、ちょうどうちがピットに入って立川に変わった時に入られちゃったから、でもね、立川のラップタイムも分かってたし、ね、もう抜いてくれるもんだと思ってたから、結構ピットにいる方は楽でしたけどね、はい、最後はどうだったんですか？いや、もう車完璧だったんで全然心配してなかったですけど、
トップに立った時は奇跡が起きたとこれは来たと思ったんですが、俺も思った奇跡だよこれは。でもまたやっちゃったと思いました。抜かれるだろうな。結構きついやるなと思いましたけど、やっぱりスープラと当たった時にちょっとブレーキのダフトとかが傷んでたんですか？そうだね、もう右のサイドステップもバラバラだし、右のリアフェンダーのインナーフェンダーも全部取れちゃって、でリアのブレーキのダクトもバラバラでも何もないので、ブレーキがだいぶ肩撃きするような感じだったんですか？そうだね、いい格好して1コーナー入ってってブレーキ踏んだら横向いたからね。そんなね、ただ抜かれたら ARTA のドライバーでなんかいられねえっちゅうの。首だよ。あそこでスコンと抜かれたら首ですよね。首になりたくなかったから一生懸命運転してよ俺は。第2戦から FK マシモアドバンスーパラの土屋エンジニアリングがお手製のこんな建物をサーキットに持ち込みました。これは折りたたみ式で持ち運びができるという優れもので、名前はこんなベタなものに。ちなみにこの人がオーナーの土屋さん。命名したのはなんとこの人。ナイスネーミングでちょっと黄昏。情報発信基地ですよね、オートバックス自体がね。もう日本中のオートバックスのその店舗から1人2人必ず来てピット作業を見て、自分でそのレースウィークを体験して帰って、それを今度お客さんに実践していくっていうね。オートバックスの従業員の目を見てると分かりますよね。ただこう言われてきてるんじゃなくて、目がキラキラしてますよね、メカニック一人一人がね。オートバックスは JGTC を応援しています。The most exciting race on our planet. Autobacks JGTC official video Japan GT02 Volume 2 Chapter 1第3戦スゴーダイジェスト Chapter 2 2002年型マシン徹底解剖 Chapter 3 GT アーカイブス Chapter 4 GT カーの運転の仕方 NSX 編 Chapter 5第4戦マレーシアダイジェストその他内容盛りだくさんRound 3スゴーダイジェスト第3戦を直前に控えた時我々の手元にニスモからプレスリリースが届けられたそこには V 型6気筒の V9 エンジンを早くもスゴーでテスト投入することが記載されていた伝統の直6から V9 へかつて GTR のステアリングを握った飯田明も V9 エンジンに興味津々その V9 エンジンよりもパドックで話題になったのが NSX のエアインテークこのパーツの投入で格段にエンジンパワーが上がったという公式予選 GT300 クラスの3位はウェッズスポーツ MRS ウェッズ MRS は第2戦でほぼ手中に収めた優勝を今回取り返しに行く2位はダイシンアドバンクシルビア第2戦富士で無念の結果となった昨年のチャンピオンはここで2年連続王座に向け巻き返しを図るそしてポールポジションを奪ったのはユニシアジェックスシルビア柳田正孝は従来のコースレコードをおよそ 1.5 秒縮めるタイムで勝利に最も近いポジションを確保した
また98年以来破られていなかった300クラスのコースレコードを一気に12台が更新するハイレベルな予選でもあった。 GT500 クラスの3位はモービルワン NSX。 開幕戦の勝者モービルワンはウェイトハンディ50キロをものともせず3番手につけた。2位は特本トム・スープラ。特本トム・スープラの土屋武史はミシュランタイヤと相性のいいス号でスーパーラップをマークした。しかしそのタイムを上回ったのがオートバックス NSX の金石和友。誰もが予想だにしなかった1分17秒台のタイムを金石が叩き出した時、サーキット全体がどよめいた。500クラスもコースレコードを更新したマシンが10台。今年の GT マシンの進化には改めて驚かされる。17秒、最後のワンアタックでしたもんね。異常だね。シューマッハでも出ないね。それぐらい見事だ。いや見事なんてもんじゃないよね。最終コーナーだってもうリミッター当たりっぱなしでいってるから、あれはだって金石がおっかないって言うんだから本当に危ないんだよ。もうミスなく。いやSP の1個目でねちょっと飛び出しかけたんで、それも挽回しなくちゃいけないと思ったんで、あとはもう残るは最終コーナーしかないと思ったんで、結構ちょっと目つぶっていったら回れたって感じでしたでも珍しく結構汗かいてるよ。よっぽどおっかなかったんだよ。だから2回は無理でしたワンアタックでもう勘弁してくれって言いました、無線でいやでも気持ちよくレース決勝行きますね。はい、これでもうあとは土屋さんスタート行ってもらってぶっちぎって帰ってきてもらったら、もうあとはもうこの予選で僕は仕事しまくったんで。いい仕事するよね明日のプレッシャー大きいね俺去年負けてるからなトムスに。今年はやっぱり優勝でしょう、真っ向勝負でちょっと、いやー敵があっぱれって感じですね。17秒9が僕らのこの間のテストのベストなんで、コンディションを考えたら悪くないタイムだと思うんですけど、いや本当速かった。でもこのタイム、相手が17秒入ったってことなんですけども、このタイムでこう来てるってことはかなり調子がいいっていうふうに見てよろしいんですか？そうですね、ここはちょっとやっぱりトムス調子いいんでミシュランと、狙っていかないとなっていうのがあるんで、こことセパンと多分いいレースができると思うんで、ここでなんとか勝って次につなげたいなと思うんですけど。5月26日決勝レース。第3戦ス号のグランドスタンドは超満員。観客は大きな声援と期待でスタートの時を待つ。このレースが国内最後のレースとなった片山右京、いつもと変わらず静かにスタートの時を待つ。午後2時35分フォーメーションラップがスタート。スターティンググリッドはご覧の通り、そして黄色の文字のドライバーがスタートドライバーである。シグナルがグリーンに変わりスタート。マシンを大きくアウトに振り、トップのまま1コーナーに入った土屋圭一。300クラスはユニシア・シルビアが2位以下を離して1コーナーへ。
後方では4番手を争う B マックと雨宮 RX7 が接触。 B マックはコースアウト、最後尾まで順位を落としてしまう。さらに S 字コーナーで RX7 がスピン。そこに後続車が追突する波乱の幕開けとなってしまった。これによりセーフティーカーが導入。雨宮松本清アスパラ RX7、 910ロデオドライブアドバン GT3R、 アンプレックス BMW がリタイアとなってしまった。6周のセーフティーカーランを再スタート。500クラスではデンソサードスープラ、ゼントトムスープラが1つポジションアップ。逆に S ウルトラフロースープラ、無限 NSX が1つポジションダウン。300クラスではオートバックス MRS、 インプレッサ、エンドレス GT3R の3台が大きくポジションを上げてきた。 V 級エンジンが搭載されたザナビーニスモ GTR は12番手から虎視眈々と上位進出を狙う。予選12位から8位までポジションをアップしてきたプロジェクトミュー MRS だったが1コーナーでスピン、大きく順位を下げてしまう。12周目、ゼントスープラと無限 NSX が接触。ゼントスープラはコースアウト。この感激をつきザナビー GTR がポジションアップ。
決勝セットが決まっているデンソーサードスープラは5位にポジションアップし、さらに上位のマシンに迫っていく。17周目、300クラスの2番手を走っていた大新アドバンシルビアが突如ピットイン。シフトトラブルで最後尾まで順位を落としてしまう。その直後、500クラスのトップを走っていたオートバックス NSX がなんと緊急ピットイン。タイヤトラブルなのか、フロントタイヤだけを交換してレースに復帰。ところがマシンの挙動がおかしい。オートバックス NSX はリアタイヤのパンクにもかかわらずフロントタイヤを交換してしまったのだ。オートバックス NSX、勝利の権利を失ってしまう。これによりトップに立ったのは特本トム・スープラ。しかしその背後にはぴったりとモービルワン NSX がつけ、さらに3位までジャンプアップしてきたデンソーサードスープラが追ってゆく。絶好調のデンソーは29周目、モービルワンをかわし2位に浮上。あとはトムスをかわし首位に立つだけとなった。30周を過ぎ、真っ先にルーティンのピットワークを行ったのはソフトタイヤを選択していたレイブリック NSX と博多ドーム NSX。 セバスチャン・フィリップから変わったリチャード・ライアン。アウトラップでペースを上げたいところだが、しかし焦ってしまったのか、馬乗せコーナーでコースアウトしてしまう。34周目、3位を走っていたモービルワン NSX がなんとマシントラブルでストップ。これによりこのレース2回目のセーフティーカーが導入。
のタイミングを逃すまいと各社が一斉にピットイン。ピットロードが狭いスゴーは大混乱となる。接触事故も発生。オートバックス MRS とプロジェクトミュースープラは激しくぶつかってしまい、プロジェクトミューはリタイア、オートバックス MRS は大きく順位を下げてしまう。500クラスの上位2台は同時にピットイン。ピットワークでの勝負となったが、特本トムスがデンソーより早くピットアウト。ピットワークでの勝負で勝ちを収める。なっちゃったよ。あれ土屋さん、完璧なバースト。なんかこうスローパクシャーみたいな感じでぐにゃ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 きて。出てきたんでしょあれ。出てきた。セーフティーカーラン中にシグマ MRS は S 字でストップ。トップを守った特本スープラだったが、トムス陣営のピットはなぜか皆深刻な表情。関谷監督も頭を抱える。大逆転勝利が現実となりつつあったデンソーサードスープラだが、最初のピットワークで燃料が入っておらず再びピットイン。さらにピットロード出口で赤信号を無視してしまう。残り37周で2回目の再スタート。レイブリック NSX が2番手まで大きく順位を上げてきた。そしてこちらも順位を大きく上げたカストロール GTR。 しかし2コーナーでコースアウト。7番手にポジションダウンしてしまう。
上がったレイブリック NSX だったが馬乗せコーナーでコースアウト、4位にポジションを落としてしまう。ペースを上げた S ウルトラフロースープラは1コーナーで巧みにレイブリックのインをつき4位にポジションアップ。300クラスの4位を走行していたウェッジスポーツ MRS。 しかし突如エンジンパワーが落ちコース上でストップ。これによりこの日3回目のセーフティーカーが導入される。300クラスはトップがクスコスバルインプレッサ、2位にはオープニングラップで最後尾まで下がった BMAC がジャンプアップ、3位にはセーフティーカーのタイミングに恵まれなかったユニシア・シルビアという大波乱の展開。そして27周を残しレース再開。500クラスはトップが特本トムスープラ、2位は高田ドーム NSX、 3位は FK マッシモアドバンスープラ。300クラスの首位争いは周回遅れも入り乱れて大混戦。どのマシンがトップに立つのか全く予想できない白熱のバトルが展開される。そんな中アクシデントが起こった。ブレーキトラブルで馬乗せコーナーでクラッシュしてしまったのはバンプレストカークラブマッハ号。ドライバー玉中を救出するためすぐさまセーフティーカーが入った。
その直後500クラスの2位を争う FK マッシモアドバンスープラと博多ドーム NSX が接触。博多は緊急ピットインを余儀なくされ FK マッシモは3位に後退。大クラッシュで心配された玉中だったが幸い大きな怪我はなく一安心。300クラスユニシア・ジェックス・シルビアは2位にポジションアップ。さらに大混戦の中で柳田はトップの座を狙う。残り10周、なんと500クラストップのトコホントムスープラに10秒ストップのペナルティが出された。ペナルティの原因はピットアウトの時の赤信号無視。このペナルティでトコホンスープラは優勝はおろか入賞圏内からも脱落してしまう。代わってトップに立ったのはエッソウルトラフロースープラ。脇坂十一は2位との間合いを図りながら冷静にマシンを運んでいく。稀に見る大混戦の首位争い。ユニシア・ジェックス・シリビアがついに首位の座を射止めた。しかしユニシア、インプレッサ、ビーマックのバトルはまだまだ終わらない。ギアが入りづらくなっていた B マックが S 字コーナーの進入で姿勢を乱し4位エンドレスタイサン GT3R に激突。2台とも優勝戦線から脱落。
エッソウルトラフロースープラ大逆転勝利。300クラスはユニシア・ジェックス・シルビアが大波乱の末のポール・トゥ・ウィン。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。勝てると思ってました。最初離されたでしょ。あれ考えててセーフティーカーまた入るかなと思ってタイヤ温存してて、それの作戦ぴったりでしたね。だから最後25番から逃げれたと思うし、結構ねずっと自分の中でシミュレーションしてた通りになったんで、ちょっと驚きですけど、まあ嬉しいです。アキラと初めて勝てたし、久しぶりなんでね、僕は去年勝ってるんですけど、まあそれが良かったですね。新コンビで初優勝というところですが、本当にでももうとにかくね、今回こういうセーフティーカー入るレースだから、もう最初温存して2人とも後半にねレースのもう最後の方になんとかペース上げて前の方に行けるようなレース。まあでも僕がピット入った時のタイミング、セーフティーカー入ったタイミング、ちょうどピットロード入り口だったんで、あれはすごく今回効いたのかなって感じますね。30秒止められたのよ。出口でね30秒ぐらい止められた。だからね、そんなのもあったけど、すごくね、いいレースだったね。で11頑張ったし、でチームが本当に強くなった。エンジニアも本当に一生懸命頑張ってくれるし、チームのね作戦面が本当に強くなって、レースできるようになったね。本当にね、もうチャンピオンを狙って頑張りますよ。やっと勝てました山野さん2連勝なんですよ。そうだね、僕はすぐ2連勝。いやでも後半のバトルはすごかった。そうですね、山野さんせっかくリード築いてくれたのが、セーフティーカーの関係で後ろになっちゃってね、ちょっとこれ難しいかなと思ったけど、チームのスタッフ一生懸命ここまで車作ってくれたから、もう最後まで諦めないと思ってずっとプッシュして、でたまたままたセーフティーカー入ってうまくタイミング取ろうと自分で思ってたんで、それがうまくいきました。見てる方はヒヤヒヤしてましたよね。いやもうたまんなかったねもう最初ね、本当車が良かったんで、あれだけのマージンが築けたんでね、もう本当にチームに感謝したいですね。もう監督に会いました？会いました。会いました。やっと監督の涙をちょろっとね流させることができたんでやっと選手権で監督にプレゼントできたんで、本当良かったです。そしてこの第3戦はゴール後に思わぬ波乱が待っていた。2位でチェッカーを受けた FK マッシモアドバンスープラはセーフティーカーラン中に高田ドーム NSX を追い越したことで違反を取られ1分加算のペナルティー。さらにトップを走りながらペナルティーを出されたトクホントムスープラはこれを不服として JAF モータースポーツ審査委員会に提訴。これはワインガードナーがピットアウトする際、ピットロード出口の赤信号を無視したことに対してピットストップ10秒が課せられたもの。しかしガードナーは赤信号を確認していたが、信号脇にいたオフィシャルがピット出口方向を指で指示したために信号が故障していると判断して直進。オフィシャルの指示ミスでありペナルティは妥当ではないと提訴した。2002年7月16日現在、正式決定は出ていない。
ちょっと木端つってもね SC の木端の出たタイミングなんで、あのタイミングで取られるのは、自分ではそういうペナルティーのタイミングじゃないと完全に自分でそういうふうに理解してたんですけど、そういうルールだそうなんで、ちょっと悔しいですけど僕の責任なんで、とにかくチームの、みんなにちょっと迷惑かけちゃったんで、ちょっとこの分をどこかできっちりと取り返してまたいいレースしたいと思います。もっと若い人に走れるチャンスを与えた方がいいと思うし、で僕自身はもっとそのフォーミュラ日本のあえて解説みたいに純粋にねモータースポーツの良さは伝えなきゃなとかっていうそういう仕事もあると思うし、だからそういうのをやりながら全く違うところで個人のちょっとチャレンジ子供の頃からの夢の部分もあったんでしたいってことで、そろそろいい年だしドライバーはこれで。一旦やめて、時々サーキットにも来ていただいて、ちゃんと来て大橋巨泉さんのモータースポーツ不要論なんていうのに対しては僕はドライバーの立場としては絶対許さないって言ってるから、おじさんの仕事はそういう部分で頑張れます。これからもっともっとワクワクさせてほしいと思いますんで応援してますんで。ありがとうございます。頑張ります。Here's the new 2002 Mercedes. 2002 model Toyota Supra. (2002 model Subaru Impreza)初のフォードア車ということなんですけども、後ろのドアはないんですね。一応あります、ありますけど、書いてあるというか、一応GT の場合はね結構パイプフレーム基調になるんで、4ドアでも2ドアでもあんまり変わりないかなっていう、強いて言えば乗り降りが大変になったかなという。ドアちっちゃいですもんね。もう大変なんですよ、あれ頭からこう出ないと顔というかグリルがですね市販のインプレッサよりだいぶ低い位置にライトがある気がするんですけども、かなりなんていうんですか、元になった車から改造範囲が大きいということなんですよ。そうですか、そんなにしてないんではないですかね、低いですかね。もともとほらインプレッサってやっぱりラリーのイメージもあるし、市販車がもう本当のセダンなんでね、こういうレーシングカーのように大きなタイヤでちょっと車高を下げるとすごく低く見えるんじゃないでしょうかね。ブレーキングからターインが去年よりもさらに、いい車になってます。エンジンはどうなんですか？エンジンも、去年よりは、速くなってます。で段階的に一度にやるんじゃなくて、なんか徐々にやっぱりSTI さんの方もねいろいろ開発してくれてるんで、そのサーキットに合ったというか、徐々に
速くなってくるんじゃないでしょうかね。 GT アーカイブズ。今回の GT アーカイブズは1994年の第4戦スゴをピックアップ。当時は現在のローリング方式ではなくスタンディング方式でスタートが切られていた JGTC。 このレースはカーナンバー40のタイサンスターカード F40、 カーナンバー2のゼクセルスカイライン、カーナンバー100のアドバンポルシェの3台が首位を激しく争う展開となった。トップを走りながらもマシントラブルでスローダウンしてしまった F40。 トップに立ったアドバンポルシェをゼクセルスカイラインが逆転。しかしアドバンポルシェはピットワークでスカイラインを再逆転。ところが S 字でスピンし一気にスカイラインとの差が縮まる。結局このレースは高橋国光、土屋圭一のコンビが逃げ切り勝利を収めた。How to drive GT-NSX。 GT カーをドライブするにはどうしたらいいのか、果たしてそのコックピットはどのようになっているのか、その実態に鋭く迫る How to drive GT カー。今回は NSX 編。教えてくれるのはこの人、光貞秀俊選手。まずハンドルがやっぱ重い、やっぱりそれだけグリップしてるっていうことだと思うんですけど、ハンドルがまず重いで、どうしてじゃあハンドルが重いぐらいグリップが必要かっていうと、エンジンのパワーがやっぱりちょっと市販の車じゃ味わえないぐらいのパワーがあるから、それだけグリップさせてる、だからハンドルが重いっていうことになると思うんですけど、運転するのはできると思うんです。できるんですか？無理かな多分半分ぐらい走り出すことは、まあブルブルっとこう転がるぐらいまでは、意外と最近のGT はクラッチもね、以前だとやっぱクラッチがなかなか普通の人ではつなげなかったりとかするんですけど、最近結構クラッチの性能も上がってきて、そんな難しくないというか、ミートがね、だからまあ転がすぐらいは。どうやって乗るんですか、乗り方としては。では転がすためにもコックピットがどうなっているか教えてください。まず乗るときに、ハンドルは NSX の場合上がった状態なんで、左足から入れて、左足から入れる。でここにこうちょっと座りながら、右足を上げて入れて、で両足が入ったところでこの辺をまあここにね見えるかな、中にロールゲージがあって、
手で持てるような場所がここがあるんですけど、これを持ちながらこの辺を持ってでお尻を入れて、なるほど。で足入れて、すごい狭いんですね、意外とね。狭いんですよ。でここにいろんな数字が出てますけど、これは何ですか？まずこのそれ水温。これが水温。エンジンの水温。これは何ですか？この上のこのピロそれがね、シフトアップのタイミングで、シフトアップの要は9000回転なら9000回転で上がってきた時に手前からついていって、でどんどん上がっていって最後の真ん中のやつがついた時にシフトアップしなさいよっていう。なるほど。タイミングを教えてくれる。今これゼロって書いてありますけど、それねニュートラルっていう意味。これがシフトのポジションです。はい。で一足に入れるとこれが1。これね前一回押してみてください。いいですか？そのまま。このまま。ほら1。本当だ。で手前に引いて。ほら2。すごい。今2足が入ってるんですよ。で軽く押してみて。ゆっくりちょっと軽く。ゼロになる。1になっちゃった。もう一回いきます。間ぐらい。ちょっと軽く引いて。いや引く。一回引いて。引きすぎ。これゼロ。本当だ。それがゼロ。これでもこの微妙な感じって難しいですね。難しいんですよ。結構慌ててると入らない。これは何ですか？この辺は。でね、3段あるでしょ。上からこれラップタイム。この辺は僕ら関係ない表示なんですよ。なるほど。じゃあごめんなさい。あとこれは何ですか？これ。それスピード。スピード。へえ。これは何ですか？ワイパー。ワイパー。その下がヘッドライトのオンオフ。どうするとオンになるんですか？これ。いや左でオンオフ。でオンにするとここにオレンジのライト。でオフにするとオレンジが消える。なるほどなるほど。じゃあこれで例えば300クラスとか抜く時とかはこう。そうですね。後ろにいますよっていう。パッシングする時はじゃあこうやってパッシングしてるんですか？パチパチパチ。そうですね。でドリンク。それジュース。ジュースなり水なり。これを押すと電動ポンプでブーッと出てくる。チューブを加えてるんでね。これはターンってのは何ですか？これ黄色い。それね、要はウインカー。ウインカーね。指示器ってやつ。これ右に押すとじゃあ右になるんですか？ちょっとやっていいですか？そうです。ほらこれ今ついでしょ。左やってみてください。左。ほら。なるほど。ちょっとカッチカッチ言ってるんですけど、これ僕ら走る時には聞こえません。でしょうね。電動ミラーをつけてる時はこれで乗用車と一緒でミラーの車と一緒ですね。そうです。でこれがメインスイッチってこれは要は主電源ですね。これを要は入れるとポンプが回ってエンジンスタンバイ、エンジンがかかるスタンバイになる。でこれがスタートボタン、俗に言うセルですね。セルスタートでこれがさっき言ったピットレーンリミッターのスイッチ。上がオンで点滅になってるとリミッターかかってますよ。で下だとオフ。でこれがパワーステのスイッチ。上でオン、下でオフ。でこの12345っていうのが強さ。これどっちが重くなるんですか？1が重い、5が軽い。三沢さんはどこで4。ポジションとしては4。4か3。加藤選手はどこなんですか？同じ。それでドライバーの体力が分かるかなっていう。土屋さん5じゃないかな。そんなことないか。ちょっとこれクラッチ踏んでみていいですか？いいですよ。こんなもんなんですか？すっごいこの幅が少ないんですね。少ないですね、ストロークはね。いやこれは驚きだな。でもそんなに重くないんですね。重くないですね。そんなにね NSX は重くない。でブレーキがこれがブレーキか。全然ストロークしない。逆に全然踏んでんのか踏んでないのか分かりません。それぐらいね、あんまりこうグッと動くブレーキだと踏んでいくまでで時間がかかるんでタイムロスにつながる。極力そこのストロークもやっぱりしないようなブレーキ。うわこれもすごいな。でアクセル。アクセルは意外とこうそうですね。やっぱりストロークある方がコントロールがしやすいんで。これなんですか？ちなみにこれねバックモニター、バックミラー
にちなんだバックモニター。じゃあここから先は実際の光貞さんの車載で、何をしてるかっていうのは確認してもらって。はい。それでは加藤選手から光貞選手へのドライバーチェンジ前後を車載映像で確認してみましょう。ピットロードに入ってきた加藤選手、スピードリミッターをオンにしました。外しているのはクールスーツとドリンクのパイプです。そして車を止める瞬間にメインスイッチをオフにしました。光貞選手に交代。シートベルトをはめ、クールスーツのパイプを差し込みます。ピットワークが終わる頃を見計らいメインスイッチをオン。車が下ろされた瞬間にスタートボタンをオン。ほぼ同時にシフトを一足に入れ発車しているのが分かります。ピットロードエンドでリミッターをオフにしてレースに復帰。これであなたも NSX ならコースインまでは大丈夫？ラウンド4マレーシアダイジェスト。セパンサーキットで行われた第4戦。この第4戦は日本レース界のエポックメイキングなレースとなった。史上初、海外で日本のレースが公式戦として行われたのだ。このコンテナに乗せられ GT マシンは海を渡ってきた。灼熱のマレーシアは日中の気温が40度を超える。この暑さともマシン、そしてドライバーは戦わなければならない。17歳の高校生ドライバー下田早成はこれがデビューレース。 GTR は伝説の直録 RB26 エンジン最後のレース。今回は全ての GTR が直録エンジンを搭載し勝利を狙う。マレーシアらしい快晴のもと行われた公式予選 GT300 クラス予選3番手は雨宮松本清アスパラ RX7。 一昨年ここで勝利している雨宮 RX7 はセカンドローから海外公式戦の初優勝を狙う。予選2番手はウェッジスポーツ MRS。 ここまで速さは見せながらそれを結果に結びつけることのできない爆走バンドを組み、悪い流れを断ち切ることができるのか。300クラスのポールポジションを奪ったのは BMAC-R&D ダンロップ 320R。 圧倒的な速さで今シーズンの鍵を握る BMAC はセパンのレコードタイムをおよそ1秒短縮するタイムでポールを奪った。GT500 クラスの3番手はオートバックス NSX。 前回勝ちを取り逃がしてしまった土屋圭一金石のコンビはチャンピオンシップ獲得のためにも灼熱のセパンで勝利を狙う。予選2番手は特本トムスープラ。シーズンオフからセパンでテストをしてきたチームトムス。そのデータを生かし勝利を獲得することができるのか。そして海外公式戦初のポールポジションを獲得したのはモービルワン NSX。 モービルワン NSX はチェッカーが出された直後に大逆転で特本スープラからポールポジションの座をもぎ取った。ポールポジションをですね獲得できなかったわけなんですけども、めちゃくちゃ悔しいめちゃくちゃ悔しい。決勝はもちろん自信満々。都合で落としてるからね、ここでは勝たないと。熱対策はまあ対策しても暑いんで仕方ないですよねだから僕が我慢してちょっと長めにいけるように頑張ります。セパン初めてなんですよ。でコースサイドにはねコブラがいるから気をつけろって言われたんですよ。だからコースアウトだけはしたくないなと思ってます。あとね去年ねうちのチームのチーフメカが
襟巻き特が見たらしくて、一応ね一昨日探しに行ったんですけど、まだ見当たらないですね。はい。ここのサーキット僕苦手なんですけど、でもまあ3年目ですから、でやっぱりちょっと頼られてる部分もありますから、ちょっとしっかりしなきゃいけないなと思って、結構また違う意味で気が引き締まりましたけどね。はい。監督や先輩近藤さんからのですね、アドバイスは何かありました？やっぱり先輩方からはここのコーナーやっぱアンダーステアが出るよとか、オーバーステアでここのコーナーはこういう特徴があるからとか、いろんなことを教えてもらいました。ズバリ自信としてはどうでしょう？まずは今回は完走を目指してっていう形でいきたいと思います。6月23日決勝レース、続々と入場してくるマレーシアの GT ファン。グランツーリスモはマレーシアでも大人気。気温36度、路面温度55度、いよいよ決戦の火蓋が切って落とされる。海外初公式戦の歴史の1ページ目に名前を刻むのは、果たしてどのマシン、どのドライバーなのだろうか。ラフィー、how's everything? Hot. It'd be perfect to be on a beach right now. It's incredible how hot it is here, but really looking forward to the race, and I think we've got a good car, and there's no reason why we can't win. かなり気温がですね、今まだまだどんどん上昇している状況なんですが。そうですね、去年よりねだいぶ暑いですよね。だからまあなんとかね、クールスーツが壊れなかったらいけると思うんですけど壊れちゃったらちょっとしんどいですね。本当気力ですね。もう気力で頑張るしかないですね。ラルフの方も頑張ってくれてるし、なんとかレースで応えられるように、僕も1位でチェッカーを受けられるように頑張りたいと思います。かなり決勝もじゃあ自信を持っていけそうですね。どうですかね、暑さとの戦いもありますんでね。はい。でクールスーツがなしでこの春タイプっていうんですかね、アイスの、でも10分か15分しか持たないって聞いたんですけど。そうですね、5周ぐらい。僕は大丈夫だと思いますけど。大丈夫です。大丈夫でしょう。でも去年2人でポルシェではなしで走ったんですよね。はい。僕は2周つけてたんですけど、2周目で壊れちゃった。じゃあ決勝もなんとかなるでしょう。そう思います。マレーシア国歌で吹奏され、いよいよスタートの瞬間が近づく。午後3時、フォーメーションラップがスタート。シグナルがグリーンになりスタート。モービルワン NSX は首位を守り1コーナーへ。しかし後方では早くもアクシデント発生。
1コーナーでスピンしてしまった高田ドーム NSX とレイブリック NSX、 そしてそのスピンの後方にいた S ウルトラフロースープラと au セレモスープラの車載映像でスタートシーンをリプレイ。スピンをした高田 NSX は緊急ピットイン。しかしレイブリックは走行に支障がないようだ。300クラスもポールポジションの B マックが逃げる展開。それをウェッズスポーツが追ってゆく。ところが5周目になんと B マックがタイヤスモークを上げてコースアウト。コースアウトの原因はアクセルが全開になったまま戻らないというトラブルだったようだ。B マックのコースアウトによりセーフティーカー導入。再スタート後もモービルワン NSX は後続を大きく引き離していく。そして3番手を争うオートバックス NSX とカストロールピットワーク GTR が接触。オートバックスは GTR に押し出される形でコースアウトしてしまった。
500クラスの4位以下は集団となっての激しい展開。オートバックス NSX のリアにヒットしてしまった無限 NSX がリアタイヤのパンクで緊急ピットイン。集団の中でデビューレースの下田はゼントスープラのクロスアーを抑え込む素晴らしい走りを見せる。300クラスではトップのウェッズスポーツをアメミヤ RX7 ユニシア・シルビアが追っていく展開。そして15周目、8番手争いの3台にアクシデント。イエローコーンマクラーレンはスピン、それに右京スープラの下田も巻き込まれた。17周目、6位を走行していた au セルモスープラが突如ピットイン。どうやらクールスーツのトラブルのようである。昨年に引き続いて au スープラはクールスーツトラブルという不運。300クラスの5位を走行していたクスコスバルインプレッサ。しかし18周目にダイシンアドバンシルビアに追突され順位を大きく落としてしまう。レースは3分の1を過ぎ、カルソニックスカイラインがピットイン。星野和義は70度まで上昇するという GT マシンのコックピットで体力の限界まで攻め、順位を7つ上げて田中哲也にバトンタッチ。2位以下に大差をつけ、22周目にピットインしたモービルワン NSX は着実なピットワーク。300クラストップのウェッズスポーツ MRS も完璧なピットワークを見せる。23号車と接触してインから来られちゃいましたね。ガーンと。あれはわざとだよ。当たったっていう問題じゃないよ。もう押し出して飛ばしたいっていう当て方ね。菅生の時も拓也とか武志とやり合ってるから当たっても飛ばさないよ。あそこまで露骨に押していかない。あれが OK だったら前にいる車を全部抜けるよ。あれが OK ならね。そのカストロール GTR はドライバーが影山に変わった直後にオートバックス NSX との接触が原因かマフラーが脱落。
しかし走行には影響がなさそうだ。ユナイテッド右京スープラの下田は26周を走行し近藤正彦にチェンジ。デンソサードスープラはクラッチトラブルでタイヤを空転させながらピットアウト。300クラスの2位を走行していたアメニア RX7 はピットワークをきっかけにウェッズスポーツを逆転、首位に立った。上位陣で最後にピットに入ったのは特本トム・スープラ。首位を譲ったウェッズスポーツ MRS はペースが上がらずオートバックス MRS にもかわされ3位に後退。ペースを上げ首位のモービルワンをなんとか捉えたい特本スープラだったが無念のスピン。さらに3位に後退してしまう。しかし自力に勝る特本スープラは2位の座をカストロール GTR から取り返す。なお無限 NSX は周回遅れ GTR をかわしても3位浮上ではない。レースは終盤を迎え500クラスはモービルワン NSX、300クラスはアメニア松本清、アスパラ RX7 がそれぞれ危なげなく独走。ユニシア・シルビアはウェッズスポーツをかわし3位に浮上。そして500クラスでも3位争いは白熱。徐々にペースを上げたゼントトム・スープラがカストロールピットワーク GTR に迫りテールトゥーノーズとなった。
V6 エンジン最後のレース、表彰台で有終の美を飾ろうかという展開にまさかの幕切れ。ニスも小川原監督はトムス関谷監督に抗議。車を止めた影山正美はじっとマシンを見つめた。ファイナルラップに入り、モービル1 NSX 松田と雨宮松本清アスパラ RX7 谷口は確実にゴールまでマシンを運んでいく。そしてチェッカーフラッグ。モービル1 NSX、雨宮松本清アスパラ RX7 がそれぞれ海外公式戦の記録の1ページ目にその名を記した。チェッカー後にアクシデント。S ウルトラフロースープラのリアタイヤがバーストし、脇坂十一はコンクリートウォールにマシンをヒット。幸い脇坂には怪我はなかったが、真後ろでそのクラッシュを見た脇坂重和が兄を心配して救出に来た。喜びの一言。そうですね、フルスーツは聞いてたんですけど、ドリンクが出なくて結構最後しんどかったんですけど、でもチームのみんなもラルフもね、一体になって頑張ってくれたんで、この結果が出たと思うんで、本当チームとねラルフに感謝したいと思います。Laffy, congratulations. Thank you very much. Thank you. Yes, the perfect. Excellent weekend, and looking forward to the next one. We're leading the championship, so can't ask for anything more than that. It's great. Yes, Tsuguo said that he couldn't drink anything. Oh no, I was okay. I was fine. So anyway, he did a great race, and glad to have won. So you made a good job, and also Tsuguo made a good job. I think we all did a good job this weekend, especially the team, and also the Bridgestone tyres are really good as well. So excellent. おめでとうございます。はい、ありがとうございます。いや、素晴らしいレースの運びでしたね、今日は。そうですね。いや、すごくこんなにいい展開でいいのかなっていうぐらい良かったですね。前回の分取り戻しましたね。これ許してもらえますかね。あ、オッケーオッケーオッケー。よかった。最高最高。もう言うことないですよ。マレーシアでこれなかったで監督いなかったでしょ。今回はもう目の前で。さすがですね。誰そんなことやる。誰言い出したの。こらもったいないこと。監督、喜びの水ってのはいかがですか。いやシャンペーンはいいけど水ってのね、うち安上がりだね。初っ端で来て、そして真ん中で締めて、これ後半戦ですか。ちょっと重いけど過去にないね。まあでもいいでしょう。もうどこまでも重荷を背負って人生はいきます。おめでとうございました。ありがとうございます。
この直6のね RB26 最後のレースということで、本山さんもだいぶ長いことこれに乗ってらっしゃったから思い入れもあるんじゃないですかね。自分がレーシングドライバーとして成長する、ね、過程を一緒に過ごしてきた車なんで、ね、最後もう絶対表彰台行きたかったんですけど、ね、最後ね行きたかったけどでも本当に6期と最後のレースでいいレースを見せてくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもお疲れ様でした。はい、どうもお疲れ様。プレゼントのお知らせです。三貞秀俊選手サイン入りレーシンググローブを1名様にプレゼントします。住所、氏名、このビデオへのご意見ご感想を書き添えの上、パッケージの応募券をはがきに貼り、ご覧の宛先までご応募ください。それすごく真面目にインタビューに答える新田森生、高木真一。しかしお疲れ様でした。ありがとうございました。やっぱりこういう展開。インタビューを装った偽装工作、まんまと成功。っていうかね、俺1番じゃないからこれ1番の時やってくださいよ。1番はシャンペン、2番は水なんです。勝負の世界は非常なんです。さてこちらセパンのピット裏で気持ちよくお昼寝は脇坂重和選手、そこに土屋圭一選手がやってきました。ギャル連れです。手に持っているのはパラソル。そのパラソルで股間をつついてみたり。起き上がった脇坂選手、こういうレーシングドライバーもいますね、世の中にはね。暑さ対策もしてるドライバーもいれば、こうやって木陰で寝てるドライバーもいると。まあそれぞれですね、ドライバーはね。重川さん、今の心境は？南国、はい、この人は何をしに来てるんでしょうか。日焼け。僕らお客様をくぐる、一つのあれとして、車好きと。でエリアはもう世界中におられるという。ですから店を出すところには、それぞれレースがあるんですけども、そういうところにできるだけ参戦していこうということで、今回の GT レースも、マレーシアにまだ店は今ないんですけど、これから出していきますので。オートバックスは JGTC を応援しています。白熱の開幕戦第2戦を未公開映像満載で振り返るジャパン GT02 ボリューム1。お買い求めは JGTC ネットまたは全国のオートバックス店で。いよいよ JGTC2002 年シリーズも第4戦を終了し後半に突入します。激戦の2002年シリーズ、果たしてチャンピオンを獲得するのは誰なのか。その模様はジャパン GT02 ボリューム3ボリューム4で詳しくお伝えします。 Nobody knows who's gonna be the king of the world. Don't miss all details and you will face the most exciting story of battle on JGTC Official Video Japan GT02 Volume 3 and 4. We hope you'll join us next time soon on JGTC Official Video. Just go get it. オートバックスは JGTC を応援しています。ベストな状態を出そうとして自分で鞭を打ったんですけど、もうどうしてもそこで自分がその鞭を打ってもそれが補いきれないと、そこで、自分にお疲れ様でしたということを、言っていいんじゃないかと。日本一速い男、その名を返上する時がついにやってきた。恐ろしいまでの気迫で満身創痍になりながら戦い続けた男、星野一義。その熱き闘志を、戦い続ける魂を僕らは決して忘れない。
race. On Outlaw. 2002 Outbacks JGTC Official Video Japan GT02 Volume 3 Chapter 1第5戦富士ダイジェスト Chapter 2 V6GTR 徹底解剖 Chapter 3 GT カーの運転の仕方スープラ編 Chapter 4第6戦モテキダイジェスト富士ダイジェスト7月25日富士合同テストで今年のフォーミュラ日本第2戦で重傷を負ってしまった無限のエースドライバー道上亮が GT に帰ってきた重傷を負った富士で GT 復帰道上は失った時間を取り戻すかのように静かに NSX を発進させた熊倉監督以下チームスタッフも心配そうに道上の動きを追う道上にとって今年初めての GT カードライブまあ違和感あるかなと思って、久々に、乗りましたけど感覚忘れてなかったですね1コーナー曲がって A コーナー行くまでに無線で「大丈夫感覚忘れてないから」とかで 100R 通った時に「あのブラックマーク俺のかもしれない」とかっていうようなブラックマークがありましたけどとりあえず 100R は克服できました、じゃあもう問題なくと全然その恐怖心とかもないですしそこそこいいタイムでも走れたんでちょっと安心しました7月27日気温31度路面温度44度という条件のもと行われた公式予選300クラス70キロものウェイトを積みながら1分33秒切るタイムをマーク2番手に食い込んだのはユニシアジェックスシルビア昨年王者ダイシンシルビアも意地を見せ3位に300クラス専用走行残り8分でアタックに出た B マックは軽々とクラスコースレコードを更新ユニシアに1秒以上のタイム差をつけ富士連続ポールを獲得したGT500 クラス真夏の富士では苦しい NSX でトップタイムを記録した高田ドーム NSX でも7位が最上位のグリッド道上の復帰戦での予選は14位と低迷3位には V 級エンジンでポールを狙えるほど速さが加わったザナピーニスモ GTR FK マシモスープラの荒誠司は菅生の無念を晴らすためにフロントローのグリッドを確保予選2番手ポールポジション獲得したのは au セルモスープラ au スープラは1回目2回目ともにトップタイムを記録し今季初のポールポジションそして決勝では富士2連勝を目指す富士なんでねスープラ得意としてるサーキットなんでここで勝たないとね走り出しからかなり感触がいいっていうのはそのポジションに示している通りだと思うんですけどずっと立川セットアップと予選やってねかなりいい状態なのかなどうですかはいいい状態ですちょっとすみません風で、声ちょっと出にくいんで風邪ひいちゃってんで車調子いいんだけど自分の調子があんま良くないんで2番手に1秒以上の差これは早すぎですねでも2番手3番手の人たちがなんであんな早い段階でアタックに行ったのかよく分かんないですねだいぶ待ってましたもんねそうですねもうどんどん気温下がってたんでだいぶじゃあもう最後は気温が下がってでも2人ともほとんど同じようなタイムで予選から走ってらっしゃいますから
もう決勝に向けて何にも資格ないんでしょ。そうですね、車のトラブルと僕の凡ミスがなければいけるんじゃないですか。そうですね、今回は走り始めから結構車の調子良くて、もっとポール狙えるかなと思ったんですけど、まあちょっと1番は早かったですね。まあスゴでちょっとまた悔しい思いもありましたし、まあ自分の問題なんで、どこかでちゃんと帰りを返してすっきりしたいですね。V 級パワーが炸裂って感じですけど。ですね。まあ結構順調にいけたと思うんですけど、まあやっぱりポールはね、ポールは取りたかったですね。そのポール取りたかったのはポールも見えたということですね。ね、まあ1回目の時はで、まあ2回目ね、いろいろセッティング変えて、ね、一発で決めたかったんですけど、まあ思ったほど路面のコンディションが上がらなかったなと。まあスゴでデビューして V 級がですねデビューしてきたわけなんですけど、仕上がり具合というのはいかがなんでしょう。まあまあ実際その3番手っていうポジションがその車の実力で取れたポジションだと思うんで、まあそれはやっぱり今までとやっぱ違うところかなと実感してます。7月28日決勝レース第2戦に続きグランドスタンドは超満員。このレースから GTR 勢は全てが V6 エンジンを搭載。今まで持っていた強さに速さを加え、今シーズンの初勝利を目指す。復帰戦の道上は負傷した腰が完治していないこともあり、いつもとは違いスタートドライバーを務める。午後3時5分、予定より20分遅れフォーメーションラップがスタート。スターティンググリッドはご覧の通り、黄色の文字のドライバーがステアリングを握っているドライバーである。250キロの GT 最短距離で争われる高速バトル。その戦いの火蓋が切って落とされる。シグナルがレッドからグリーンに変わりスタート。1コーナーにトップを守って入っていった英雄セルモスープラ。GT300 クラスでは予選3位のダイシンアドバンシルビアがユニシアジェックスシルビアをかわし2位に浮上。それではスタートシーンを予選4番手特本トムスープラ、予選12番手オートバックス NSX、予選14番手無限 NSX、300クラス予選3番手ユニシアジェックスシルビア、同じく300クラス予選10番手のクスコスバルインプレッサの車載カメラでリプレイ。
1周目の B コーナーで早くもアクシデント発生。シーウエストオートスタッフアドバンシルビアがクラッシュ。その直後2周目の1コーナーでは無限 NSX が1つポジションダウン。ユニシア・シルビアはタイ産のポルシェ2台にかわされ5位に後退してしまう。ユニシアが順位を落とした直後セーフティーカーが導入。シーウエスト・シルビアはタイ産の28号車と接触しクラッシュしたようだ。セーフティーカーがピットに戻りレース再開。再スタート後も英雄セルモスープラはトップを譲ることなく1コーナーへ。オートバックス NSX はレイブリック NSX をかわし9位にポジションアップ。ストレートブリッジした通過速度は 283.1 キロと FK マッシモスープラが au スープラよりも10キロ弱上回っている。300クラスペースの上がらないイニシア・シルビアをかわし910ポルシェが5位に浮上。500クラスの6番手以降は大きな集団となってポジション争いを展開。レイジュンポルシェに当てられたまらずスピンしてしまったのはマッハ号。特本トム・スープラとザナビー・ニスモ GTR は3位のポジションを争うバトルを展開。ザナビーの本山が特本の土屋武史をかわし3位にポジションアップ。
300クラス、トップの B マックは他を寄せ付けず早くも独走状態。4位に後退した土屋武史だが諦めずに本山を追っていく。その後ろでは第2戦で一時はトップに立ち大いにレースを盛り上げたイエローコーンマクラーレンが両者の隙をうかがう。このレースから V6 エンジンになったカルソニックスカイライン。しかしマシントラブルでピットインを余儀なくされる。大きな集団でのバトルの中、レイブリック NSX と早慶マクラーレンが接触。そして B コーナーでユナイテッド右京スープラが激しくクラッシュ。これによりすぐさまセーフティーカーが導入されることになった。ちょうどレース距離の3分の1で起きたこのアクシデント。ドライバーチェンジが可能なためトップの au セレモスープラを筆頭に各社が続々とピットイン。ピットワークでの勝負となる。ここでトップの au スープラにアクシデント。ピットワークを終えようとしていた時、すぐ目の前にシグマ MRS がピットイン。車をバックさせなければピットアウトできず大きくタイムロスをしてしまう。ピットワークでトップに立ったのはトクホントムスープラ。au セレモスープラはなんと4番手にまでポジションを下げてしまった。またオートバックス NSX と無限 NSX はピットロードであわや接触という場面。他社よりも一周遅くピットに入ったエッソスープラ、デンソースープラ、レイブリック NSX などは大きくポジションダウン。クラッシュでリアウィングを失った右京スープラはウィングを交換し再スタート。レジで
前輪が300抜いてって、で自分が300並んでて通過ブレーキだったんですけど、その時に300そのままブレーキしながら外に流れてきて、そのまま押し出されちゃって。しょうがない。あれバックギアはすぐ入らない。これね、バックギアってR なんそのままこれを奪いながらニュートラルでこれ引っ張らないと、自分一速でそのまま引っ張ろうとしてる。上位争いはできなかったものの、復帰戦を無事ドライブし終えた道上はピットに戻り笑顔を見せた。自己採点何点でしょう？いやもう今回はでも予選から全然ダメだったんで、50点ぐらいしかないです。はい、まあでも明るい顔が見れたんで、ファンのね皆さんは喜んでるし安心してるんじゃないですかと思いますけど。そうですね、もうちょっと前の方で今度はいいレースできるように頑張ります。どうも。はい。かなりタイミングを遅らせピットに入ったダイシンアドバンシルビアとエンドレスタイサンアドバン GT3R。 実はこの時富士スピードウェイの掲示システムが故障し、セーフティーカーも導入されたので、300クラスでは自分が何位のポジションを走っているのかわからないという事態になっていた。そしてまもなくピットロードに入ります。再スタート直後の1コーナー、山地真一がフェイントをかけワインガードナーをオーバーテイク。これで FK マッシモがトップに立った。そしてミハエル・クルームも特本スープラをオーバーテイク。スカイライン GTR は V6 投入で優勝を狙えるマシンになったようだ。しかしその背後には英雄セルモスープラが圧倒的な速さで追ってくる。そして
31周目の A コーナー、ついに英雄セルモスープラがトップの座を奪い返した。35周目、ザナビー GTR は FK マシモスープラをかわし2番手に浮上。逆転優勝へ望みをつなぐ。ケージシステムの故障で全く順位が分からなくなっていた300クラス。誰もが B マックが首位だと思っていたのだが、セーフティーカーのタイミングでエンドレスポルシェが1位、2位には大新シルビアがつけていた。スタートからズーズルと順位を後退したユニシアシルビアだが、4番手まで順位を回復。さらに前を行くオートバックス MRS を追い詰め3位に浮上。40周目、7位を争っていた無限 NSX とカストロールピットワーク GTR が接触。無限 NSX は大きく順位を下げてしまう。そのままレースに戻ったカストロール GTR。 しかしその背後にはエッソウルトラフロースープラが迫ってきていた。レースも残りわずか。最終コーナーで300クラス3台による多重クラッシュが発生。これによりセーフティーカーが導入。また長時間のピットインを余儀なくされていたカルソニックスカイラインがレースに復帰。この時グランドスタンドから大きな拍手と声援が沸き起こった。レースはわずか3周を残して再スタート。間に300クラス2台を挟んだ英雄セルモスープラはザナビー GTR に大きく差をつけ1コーナーへ入っていく。そしてチェッカーフラッグ、英雄セルモスープラ富士スピードウェイ2連勝。クラスはエンドレスタイサンアドバン GT3R が今シーズン初優勝。
プでチェッカーは受けてるんですよね。そうですね、トップだと思いますけどね。セーフティーカーの最初の時には入りませんでしたよね。しばらくしてから。いや俺ね、なんで入んないのかなってやきもきしたんだけど、どうもあれは監督のチームプレーファインプレーだったようですね。隊列が整ってから入った方がラッキーだったようですね。ちょっと僕もやきもきしたんですけど、監督の方が作戦正解でしたね。木下さんもだいぶイライラしてたんじゃないですか。いや僕はあと何周自分が乗れるのかなみたいな感じだったんで、できればもうちょっと本当は走りたかったんですけどね。ね、なんか宝くじやったみたいですね。どうもおめでとうございました。ありがとうございました。アンカーを務めました立川選手、お疲れ様。お疲れ様です。やはり声が出ない。ちょっとそうです。まあでも昨日よりはいいですけど、ちょっとね長かったんで思いのほかちょっとね配分が賞金2-1でお願いします。まあピットのですね混乱とかありましたけども、終わってみれば予定通りと。そうですね、やっぱかなり決勝セットに詰まってたんでね、いい車本当に目が作ってくれたし、感謝します。これで後半戦、ずいぶん面白くなると思うんですが。そうですね、やっとこれでチャンピオン争いに加われたかなと。ただ次回からかなりウェイト積むんでね、まあちょっとまた、戦略を立て直して、考えてきっちりチャンピオン取りに行きます。2位になった時やっぱり勝つ可能性があると思って、一生懸命走ってて、1番と同じペースくらいで走ってて、やっぱり立川さん選手はミスしないと難しくなると思ったけど、やっぱりミスしてないですね。本当車はすごくね乗ってていい感じだし、楽しいしやっぱり速いから。そう思っていっぱい走らせてあげたんですけど、周回数も早めにピット入って。ちょっとびっくりしたね。中級周面もとか。第5戦から JGTC には FRO というレスキューチームが発足。その運用を開始した。 FRO とはファーストレスキューオペレーションの略称で、 FRO はプロドライバー、医師、ファイヤーマン、レスキュースペシャリストの4人で構成される。彼らは特別にチューンアップされ、レスキューキットを搭載した専用車に乗り込み、練習走行からレースまで万一の事態に備える。また第5戦の予選終了後には富士スピードウェイのオフィシャルと FRO が合同で救助訓練を行った。
How to drive GT Supra。 GT カーをドライブするにはどうしたらいいのか。果たしてそのコックピットはどのようになっているのか。その実態に鋭く迫る How to Drive GT カー。今回はスープラ編。教えてくれるのはスープラ、GTR、NSX3 社全てのドライブの経験を持つ土屋武史選手。そうですね、スカイラインは言われてるようにすごくこうコントロールしやすい、車載カメラで見るとこう片手で運転してますよね。アグリさんから始まったんですけど、片手でもうステアリング切って、ステアリングもずっと左手はシフトに、それぐらいコントロールしやすい車なんですよね。滑り出しが分かりやすいって言ってみると。でNSX はやっぱりそのコーナリングスピードの限界が高い、特に感じるのはダウンフォースがすごく効いてて、すごいベターっとしてるんですよね。でも反面滑り出した瞬間がすごいピーキー、すごいピーキーなんですよね。ハイスピードコーナーは割とすごい安定してるんですけど、低速コーナーとかブレーキングとかですごい後ろが軽い感じがしたり、この辺がちょっとちょっとデメリットかなと。でもコーナリングに関しては NSX はやっぱりピカイチっていう感じですね。でスープラは、トータルバランス的に割と秀でてるかなと。どれがいいっていうわけじゃなくて、やっぱりストレートもいいし、トラクションいい、ブレーキいい、どれが突出していいっていうのはあまりないんですけど、トータルバランスがすごく優れてる。ちょっとホイールベースが短いっていう部分で流れ出しがピーキーだとか、ちょっとそれはあるんですけど、開発はどんどん進んできて、それもだんだん良くなってきてる、コントロールしやすくなってきてて、それがやっぱりスカイライン寄りにもなってるかなとは思うんですけど、でもトータル的にすごくいい車ですね。そうですね、まず一番の疑問がスタート、エンスト多分、壊れてるんじゃないかなと思うぐらいクラッチペダルがまず重いんで、それがクリアできればあとは操作はある程度覚えてしまえば楽なんで、一番初めはスタートですね。素早くするとこんな感じ、早い、こんな感じです。早いですね。降りるのもおこういう感じで軽やかに。でも走り終わると心拍数が180と90なんでこうはあんまりいかないのでじゃあちょっと乗らせていただきます、NSX にも乗らせていただいたんですが、NSX より僕はこっちの方が狭く感じますね。そうですね、多分このロールバーとか、そういう圧迫感がちょっとすごいあるんですよね。であとスープラが驚くのがこの何ですか、広大なスペースというか。ダッシュボードですか。ダッシュボード、これはあれですよね、市販車に比べて運転席が随分後ろに来てて、ちょっと真ん中寄りになってますね。これ運転しにくくないですか。最初は前見えないんですよ。ですよね。で車幅の感覚もつかみづらいんですけど、やっぱり慣れてくるんですよね。慣れてきて、いやだって車のノーズがどこにあるかってこれ全然わかんないですもんね。でこれはじゃあどうやって動かすかちょっと具体的に教えていただきたいんですけど、まず最初まず最初どの車にもついてるんですけど、このメインスイッチ、一番ドライバーがすぐ近くに、もし車に何かトラブルがあったとか、アクセルが戻らなくなったとか、いろんな時にパンとこれを切るんですよ。全部の電気系をカットする。これで全部電気がカットできるので、これが上がオンですね。車のキーのスターターの手前と一緒です。オンになった状態っていうことですね、今。なるほどなるほど。でスタートするときは、このスターターボタン、普通の車と違ってもちろんキーはないです。なるほどなるほど。このスターターボタンで押すとエンジンがかかる。ドリンクって書いてありますけど、これは押すと、ドリンクボトルからドライバーにこう水分補給のためにドリンクが出てくる。
ラジオって書いてありますけど、ラジオはピットとの無線更新をするために喋るときに押して、でここにピットって書いてありますけど、これは何ですか？これはですねピットレーンリミッタースイッチ。はいはいはい、下でオフなんですけど、はい、ピットレーン60キロ制限ですよね、はい、それのための、60キロのリミッタースイッチです。これを入れると60キロ以上出ない。これは何ですか？これはですね、はい、このダイヤルをアップ方向に回すとブレーキペダルが上がってくるんですね、手前に。ブレーキペダルが上がる。レースやっていくと、はい、どんどんブレーキパッドが減っていきますよね、はい、ブレーキパッドが減っていくとどんどんブレーキペダルのストロークっていうのは大きくなるんです。でそうするとヒールアントーするにはブレーキを踏んでアクセルを煽らなきゃいけないんで、どんどん位置が変わってきちゃうんですよね。なるほどなるほど。でそのためにヒールアントーのためにこうどんどんこう上げてあげるといつでもこうヒールアントーしやすいところに。でこのフロントっていうのは何ですか？でこのフロントっていうのは、はい、これ時計回りですよね。いいですか回して。はい、1回2回出すと、はい、フロントにブレーキバランスがいくんです。あ、ブレーキバランス。ブレーキバランス。ここにこういろいろな数字が出てますけど、はい、まずこの0から10とこうピロピロピロってきてますね。これがですね、はい、タコメーターですね。タコメーター。スープはだいたい7500ぐらいのところでシフトアップがするんですけど、ここにですね緑から黄色から赤で、これが、はい、例えば7000、7100、7200、7300、7400でシフトアップ。でその赤で一番いいところでシフトアップできる。あ、じゃあ赤になったところでシフトアップしてる。はい、なるほど。でこれ61って書いてありますけど、これは何ですか？これは水温ですね。WT でウォーターテンプ。はい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 。でその隣の N。N っていうのはこれギアのポジションで今ニュートラルなんです。なるほどなるほど。1にすると1に。この辺は何が出るんですか？これはですねラップタイムが。ラップタイム。ラップタイムがこう一周一周出るんですね。LT がでラップタイム。ラップタイム。でSP がスピードですね。スピードメーター。あ、今何キロ出てるか。今何キロ出てる。これでも実際にレース中スピードメーターとかって読むもんですか？あんま見ないですよね。基本的にはそんなに富士のストレートで、はい、なんかのテストしてる時に何キロカートとかそういうのは見ますけど、基本的にはもうレーサーもほとんど見ないで。そうですよね。でちょっとじゃあクラッチを例のその死ぬほど重いというクラッチをちょっと踏んでみます。おお、ちょっと待って、こんなに重いんだ。多分ね、あ、すげえ。3社の中で一番重いんじゃないですか、ね。いや、一番重いですね。でまだスカイライン乗ってないんですけど、うわ、すんげえこれ。いやこれ前もジャーナリストの人乗ってびっくりしましたね。これいやこれマジで腹筋マジででブレーキもドーンと踏んでるんですよ。ドーン。あ、これも動かないですね。これも一番重くないですか？そうですね。うん、これももしかしたら一番重いかもしれない。NSX は比較的軽いんですよね。そう思いました。へえ。でアクセルは普通。アクセルは普通です。本当に昔の車はプッシュするとやれタイヤがダメになる、ブレーキがダメになる、エンジンが水温があったんですけど、今プッシュしたら車がダメになる前に人間がダメになるんですよね。だから昔はクルスーツが壊れたって言ってもなんとか帰ってこれたレースが今は帰ってこれないですからね。クルスーツが壊れたら。昔はクルスーツが壊れてもなんとか走りきれるんですよ。それだけこうマージンを持って走るんで。でも今はそんなマージンなんて持って走ってたらもうバンバン抜かれちゃうんで、本当に今のその GT のレベルっていうのはもうとんでもなく高いっていうか、やめてくださいっていう感じまあその分ドライバーどんどん成長してるんで、まあフィジカル的にもどんどんそのトレーニングして成長していってるんで、やっぱりハイパフォーマンスのレベルになってますよね。モテギダイジェスト。8月28日、東京都内で星野一義選手の引退が正式に発表された。星野はカルソニックスカイラインの監督に就任。
後任のドライバーには事前の茂木合同テストでもカルソニックをドライブし、昨年高田ドーム NSX のステアリングを握っていたブノア・トレルイエ選手が抜擢された。突然の、引退というお話でですね、もう我々としても本当にびっくりしたんですけれども、まずは本当に長い間お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。誰しももっと長くやりたいというそのあれはあるんですけどね、でもちょっと無理でしたね。もうその判断はもうすっきりとされたんです。もうこれはね、もう 7,8 年前からね、そういうあれで尾を引いてるからね、すっきりっていうよりほっとしてる感じですよね。ですから未練があるとかないとか、未練があっても肉体的に無理だろうし、そういう意味ではもうほっとしてますね。オーバルとロードコースが併設されるツインリンク茂木で行われる第6戦。気温21度、路面温度23度、曇天の下行われた公式予選2回目。 GT300 クラスのポールポジションはやはり BMAC-R&D ダンロップ 320R。 BMAC は従来のコースレコードをおよそ 0.6 秒短縮するタイムで3戦連続のポールシッターとなった。そして300クラスは1位から7位まで全て車種が異なる珍しい結果、力が拮抗する JGTC ならではの予選結果である。 GT500 クラス予選3位はレイブリック NSX。 午前中トップだった特本トムスープラは最後のアタックで痛恨のスピン、予選2位に。そしてポールポジションを奪ったのはイエローコーンマクラーレン GTR。 イエローコーンはナミールワークス勢を押しのけ500クラスでチーム結成以来初のポールとなった。しかし14位までがなんとタイム差1秒以内。500クラスでも力が拮抗する JGTC を象徴する予選結果となった。一応ね、久々の、俺何年ぶりか分かんないですけどまたマクラーレンでかよって感じですけど、とりあえず1番取れて本当嬉しいです。田島選手、服部選手と組んでの初ポール。そうですね、はい、いかがですか？いや、もう正直嬉しいですね。で服部選手と組んでの初ポールですけど、500での初ポール。500では昔1回、あるのはあるんですけど、すごく昔。みんなもう忘れてる頃。今服部選手が今回マシンが相当いい感触だって言って、田島選手自身もどうですか？僕はあんまそう思ってないんですけど、もう基本的にごまかしときよ、そこはな。It's a great moment for me to come back in GT race because it's a great championship in Japan, and I'm very happy to drive a GTR car. 9月15日決勝レース。決勝前には星野一義の引退セレモニー。気が付かないうちに39年ですから40年、本当に大きなものが自分でも感心しております。そしてセレモニーが終わり決勝の時が近づく。1コーナーを制するのはポール服部直樹か、2番手土屋武史か。午後2時フォーメーションラップがスタート。
一斉に1コーナーに進入していく GT マシンの群れ。2コーナー立ち上がりで並んだまま3コーナーを目指すイエローコーンマクラーレンと特本トムスープラ。3コーナーではイエローコーンマクラーレンが前に出た。その後方ではオートバックス NSX、 FK マシモスープラがあわや接触という場面。また au セルモスープラはクラス最後尾まで順位を下げてしまった。それでは特本トムスープラ、高田ドーム NSX、 FK マシモアドバンスープラ、ザナビーニスモ GTR、 au セルモスープラの車載カメラでスタートシーンをリプレイ。300クラスではスタート直後の3コーナーでマッハ号が2位に浮上した。2周目の V 字カーブで高田ドーム NSX がプロジェクトミュースープラをかわし4位にポジションアップ。その後方では早慶マクラーレンが7位から6位に順位を上げてきた。
無限 NSX もモービルワン NSX をかわし7位にポジションアップ。6位にポジションを上げた早慶マクラーレンはプロジェクトミュースープラの攻略にかかるが失敗。その隙を突き無限 NSX がポジションを上げた。初めてレースを走った HKSCLK だがトラブルにより早々にリタイア。7位までポジションを下げたプロジェクトミューはモービルワン NSX と接触。2台とも大きく順位を下げてしまう。早慶マクラーレン以下7番手の集団はところどころで順位を変えながら激しいバトルを展開。激しいバトルの前方では高田に追いついた無限を加えて NSX3 台のバトルとなっていた。3位レイブリックだけがハードタイヤを選択しており予想より低い路面温度の中加藤弘樹は悪戦苦闘していた。8周目加藤はついに高田を抑えきれず4位にポジションダウン。さらに無限がレイブリックに襲いかかる。300クラスの首位争いは B-MAC とマッハ号。3位にはクスコスバルインプレッサ、4位はプラス E タイサンアドバン GT3R。モービルワン NSX と接触したプロジェクトミュースプラは長時間のピットイン。予選で4番手につけ上位を走っていただけに痛い接触であった。12位まで順位を下げた早慶マクラーレンは5コーナーでカルソニックスカイラインと接触。マシンにダメージを負った早慶マクラーレンはコースアウトしてしまう。決勝のセッティングが決まっている高田ドームは特本スープラを捉え2位に浮上。B-MAC がテールトゥーノーズで追われるシーンは初めて。マッハ号はウェイトハンディゼロとはいえ熟成が進んできた。
12周にもわたるバトルの末、無限 NSX は3位の座を射止める。しかしハードタイヤで12周無限を抑えた加藤の健闘も光った。カストロール GTR、 エッソスープラ、デンソースープラの6位争い。しかしカストロール GTR がコースアウト。エッソスープラは労せず6位のポジションを手に入れた。その前方では特本スープラ土屋武史と無限 NSX 伊藤大輔のサイドバイサイドの好バトル。上位陣で真っ先にピットに入ったマッハ号。しかしピットワークで時間がかかってしまう。ハードタイヤで苦しんでいたレイブリック NSX も早めのピットワーク。後半の水貞のドライブにかける。特本トムスをコース上で抜けなかった無限 NSX もエース道上にドライバーチェンジ。ピットワークタイムで無限に勝ったレイブリック。光貞はアウトラップでタイヤが温まっていない道上をあっさりパスしていく。同一周回でピットに入った特本トムスと高田ドーム。特本はピットで逆転を狙うがそれはならず。300クラスは B マック、クスコスバルインプレッサの順でピットアウト。そして2位に大きく差をつけピットインしたイエローコーンマクラーレン。しかし給油装置の故障により大きくタイムロスしてしまい、コースに戻った時には5位になってしまった。さらにアウトラップでデンソーにかわされイエローコーンは6位。
3位特本スープラを追い詰める無限 NSX。 そしてガード内に押し出されてしまった雨宮 RX-7 のピットは無然。特本を捉え3位に浮上した無限。5位にはイエローコーン、6位にはエッソがそれぞれ順位を上げてきた。特本はイエローコーン、エッソにもかわされ順位を下げていく。40周目にピット枠を終えたボスベルノ東海 ARNSX はリアから出荷。すぐさまピットに向かうがどうやら炎の影響でブレーキが効かなかったようだ。チャンピオン獲得のために1ポイントでも獲得したい英雄ステルモスープラ、11位のゼントトムスープラを追っていく。3位を順調に走行しているかに見えた無限 NSX。 しかしその時コックピットでは道上がギアトラブルで悪戦苦闘していた。4速ギアにトラブルが発生。道上は4速を飛ばしてシフトチェンジしていく。2ストップという奇襲作戦を敢行したザナビー GTR。 しかしその作戦は裏目。カストロール GTR もトラブルでリタイア。第6戦ニスモ陣営に隙はなかった。
48周目90度コーナーを過ぎた時、無限 NSX のギアがついに壊れた。トラブルを抱えていた4足が壊れ、その影響で3足5足も同時になくなったのだ。300クラスポイントリーダーのユニシアジェックスシルビアはライバルオートバックス MRS をかわし、さらに5位のウェッジスポーツ MRS を射程圏内に捉えた。300クラストップの BMAC は2位に大きく差をつけ独走。1点でも取りたい英雄セルモスープラはニュータイヤに交換。ベストラップで1点を取りに行く作戦を敢行。最終コーナーでスピンしてしまった特本スープラ。あわや接触。そしてこのレースは最後に大きなドラマが待っていた。徐々にペースを上げた光貞秀俊がセバスチャン・フィリップに迫ってきたのだ。残り周回5周、 NSX 同士の熱いバトルが始まった。
った高田ドーム NSX 今季初優勝。わずかに届かなかったレイブリック NSX3 位になったのはイエローコーンマクラーレン。300クラス B マックは圧倒的な速さで2勝目をマーク。2位に入ったのはクスコスバルインプレッサ。3位にはプラスイタイサンアドバン GT3R が入った。Congratulations, Seb. Thank you very much. I'm very happy for me, for Dom, for Richard. For myself, I was waiting this for more than 1 year. We had worked very hard. I needed to improve also myself, get experience. So I'm very happy to win now. Thank you very much. Congratulations. Thank you very much. Thank you. 前半は柴原さん、ちょっと後ろにハゴが来てですねびっくりしましたけども。そうですね、後ろの前を見ながら走ってましたんで、でもね、あと2つありますけども、このまま見延いっちゃうそうですよね。そういう気持ちで頑張りたいですね。何があるか分かんないんで。どうもおめでとうございました。ありがとうございます。最後素晴らしい追い上げ。はい、抜けなかったのでちょっと悔しいです。今年も非常にいい試合がいっぱいあったんじゃないかなと思っておりますので、東南アジアでそういう共通のカテゴリーでいろんな国の車とレーサーが参加するようなそういうレースができれば面白いんじゃないかなと思うんですけどね。でオートバックスもこれからどんどん応援していきたいなというふうに思ってるんですけどね。オートバックスは JGTC を応援しています。Most exciting race on our planet. (2002) Outbacks JGTC official video Japan GT02 Volume 4. Chapter 1第7戦ミネダイジェスト。 Chapter 2ドライバーから素敵なプレゼント。 Chapter 3 GT カーの運転の仕方スカイライン編。 Chapter 4最終戦鈴鹿ダイジェスト。 Round 7ミネダイジェスト。午前中に行われた公式予選1回目。
タイヤを2セット使い1回目の予選に全てをかけた特本トム・スープラが暫定のポールポジション。しかし午後の予選2回目でそのタイムを破ったのはなんと70キロのウェイトハンディを背負ったモービルワン NSX のラルフ・ファーマン。このタイムを上回ろうと無限 NSX もアタックするがわずかに届かず3番手にとどまった。タイム差1秒以内に17台のマシン、稀に見る力が拮抗した予選となった。 GT300 クラス2回目の予選でトップに立ったのは1回目の予選は10番手だったボスベルノ東海 ARNSX。BMAC R&D ダンロップ 320R は逆転ポールを狙うがスピンを喫し2番手のタイム。そして予選3位には雨宮松本清アスパラ RX7 が入った。また300クラスでは15台のマシンがコースレコードを更新した。Big step up, a step forward for the championship. How do you think? Yeah, if we win tomorrow, it will give us a lead in the championship, and then we have to hope that the others don't score enough points. So that's it's going to be an interesting race to the last one, but still it'll be a long race tomorrow. We're looking forward to it. So. まあ明日もっと寒くなるっていうんで、まあちょっと作戦を考えないといけないなっていう、はい。もうその作戦を考えないとっていうのはどういう具体的には？まあタイヤチョイスとか。まあドライバーの交換のタイミングだとか、まあここのサーキットって結構タイヤ垂れるんで、そういう部分でいろいろ考えてちょっとまあ作戦を立てようかなと思ってます。まあ今回ここ走り始めてからすごいやっぱり滑りやすいっていう状況なんで、まあ、タイヤの方も微妙に合ってないのかなっていう傾向ではありますけども、まあみんな多分同じ条件だと思うんでね、多分タイヤもすごい厳しくなってくると思うんですけど、うちは意外にレースセットとかレース用のガス積んでもペース的にはすごくいいんで、まあとりあえず3番手上位キープできたから、まあ、勝てる位置にはいると思います。今日の予選1本目も、まだまだセッティングする段階でアタックまで行ってなかったんですけど、まあ、今2本目予選の最中の混走の時間であそこで最終的にいろいろ一つひらめいたものがあったんで、それ走行中にメカニックに伝えて、ちょっとセットを変えてもらってニュータイヤで、まあ、行ったら、まあ、ちょっと自分でもびっくりしてるタイムが出てるんですけどね、まあ、でも結構いっぱいいっぱいのタイムで、自分のアタックの走りとしては、まあ、満足してます。もうどんなに重くなってもリストリクターを絞られても速いですよね。まあそういうふうに見えると思いますけどね、それなりにチームもタイヤメーカーさんの方もね、エンジニアさんの方ももうみんなで努力してる結果なんで。じゃあそう簡単にこのタイムが出てるわけじゃないと。そう思います。はい。運転もやっぱり大変なんですか？もう本当に重いんで進まないこともあるんですけど、とにかく止めることが大変で、もう足の裏が痛くてっていうぐらい止めるのが大変ですね。そんなに強くブレーキをかけないと？もうそれは止まらないんで。みんながですね湧くようなレースを見せてください。2人でね僕らチャンピオン争い関係ないから逆にね好きにできるんで、もう暴れるだけ暴れるように2人で頑張ります。はい、応援してください。10月27日決勝レース。この日の気温はわずか13度、路面温度は16度。時折日は差すものの、まるで冬のような気象条件のもと第7戦の決勝レースが始まる。午後2時、帝国通りフォーメーションラップがスタート。スターティンググリッドはご覧の通り、黄色の文字のドライバーがスタートドライバーである。
ーションラップ中右京スープラがコースアウト。予想よりかなり低い路面温度のもと下田早成は飛び出してしまったようだ。ストレートで不利な NSX。 ラルフ・ファーマンは土屋武にシグナルがグリーンになった瞬間エンジン回転を上げさせまいと駆け引きを繰り返しスタートラインへと向かう。シグナルがグリーンに変わりスタート。1コーナーの進入ではトップを守ったモービル1 NSX。 しかし特本スープラはモービルをオーバーテイク。そして2コーナーで姿勢を乱してしまったオートバックス NSX がきっかけとなり多重クラッシュ。3年連続で峰は波乱のスタートとなってしまった。それではスタートシーンを車載カメラでリプレイ。
トップに立ったのは特本トム・スープラ、2位はモービル 1NSX、 3位は無限 NSX、 そしてなんと16番グリッドからスタートしたデンソーサードスープラが11台を抜いて5位に浮上してきた。しかしザナビー GTR にかわされポジションダウン。オープニングラップでクラッシュした早慶マクラーレンはリタイア。高田ドーム NSX は大きくポジションダウン。リチャード・ライアン怒り心頭。300クラス首位はボスベルノ東海 NSX、 2番手は B マック、3番グリッドのアメニア RX7 は大きく順位を落としてしまった。デンソーサードスープラを追い詰めていたゼントトムスープラだったが、6周目のストレートで突如スローダウン。エンジントラブルでリタイアとなってしまう。カルソニックスカイラインとカストロールピットワーク GTR は接触。カストロール GTR のダメージは大きく、無念のリタイア。300クラス3位に順位を上げたプロジェクトミュー MRS が B マックをかわして2位に浮上。そして500クラスでは特本、モービル、無限の3台が三つどもえとなっての首位攻防戦。300クラスでは12周目、プロジェクトミュー MRS がボスベルの東海 NSX をかわしついにトップに立った。
こちらもテールトゥーノーズのバトルをしていたプロジェクトミュースープラとザナビー GTR。 ミネマイスターの意味を取る本山聡が4位に浮上。さらにペースを上げた本山は優勝争いに加わっていく。レースは3分の1を消化し、真っ先にピットワークを行ったのはレイブリック NSX。 加藤から三つ差にドライバーチェンジ。その直後300クラスに波乱。ポイントリーダーのユニシアジックス・シリビアンがマシントラブルでゆるゆると速度を落としコースサイドへ。言葉を失うユニシアのピット。出撃態勢を整えていた柳田正隆、頭を抱え込む。およそ30周にわたりテールトゥーノーズのバトルを展開した上位3台。最初に動いたのは無限 NSX。 伊藤大輔から道上亮にチェンジ。そして300クラスにまたもや波乱。2位を走っていたボスベルノ東海 NSX がリタイア。完璧なピットワークを見せた無限 NSX。 タイヤの温まっていないアウトラップ。道上は慎重にマシンをドライブしていく。34周目、素晴らしいドライビングで首位を守り、大いにレースを盛り上げた土屋武史がピットイン。ピットワークを終え、コースにトコンスープラが復帰した時、無限 NSX との差はおよそ8秒。しかしアウトラップ、スープラのタイヤは温まっていない。ワインガードナー、なんとコースアウト。首位戦線から脱落。本山の追い上げで優勝が現実のものとなってきたザナビー GTR は35周目にピットイン。しかしミハエル・クルムも冷えたタイヤに足元をすくわれコースアウト。上位陣で最後にピットに入ったモービル1 NSX。 ピットアウトしたモービル松田の背後に無限道上が迫ってきた。アウトラップでタイヤが温まっていないモービルを無限はあっさりかわしていく。2位に後退した松田はガードナー、クルムと同じくコースアウト。峰の冷徹な路面は500クラス上位陣に次々と牙を向いた。
スアウトがあだとなり、モービルはザナビーにもオーバーテイクされ3位に後退。そしてその後ろにはレイブリック NSX が迫ってきた。ドライバーズランキングで2位につけていたレイブリック NSX の三貞秀俊、無念のリタイア。ピットインをきっかけに6位まで順位を下げてしまっていたプロジェクトミュースープラ。タイヤの温まった特本スープラ、デンソーサードスープラにかわされポジションダウン。その頃300クラスでもプロジェクトミューが2位のシグマに差を詰められ苦戦を強いられていた。首位に躍り出たシグマ MRS、 そしてプロジェクトミュー陣営にとって何とも月のない週末になってしまった。
またもやトップにアクシデント。今度はシグマ MRS の前輪が壊れリタイアとなってしまう。これでローセズトップに立ったのはハンデウェイトの影響で思うような走りができていなかった BMAC。 しかし2位の910ポルシェがおよそ6秒の差で迫ってきていた。5位を走っていたデンソースープラ、6位を走っていたオートバックス NSX、 7位を走っていた au スープラにペナルティー。500クラス首位は無限 NSX、 300クラス首位は BMAC。BMAC を追い詰める910だが、この時ミッショントラブルで苦しいドライブを強いられていた。そして自動車レース史上初と思われる不思議な光景を我々は目の当たりにすることになる。3位のモービル 1NSX と4位のエッソウルトラフロースープラが最終戦を視野に入れ、ウェイトハンディを課せられたくないがために極端にペースダウンしたのだ。300クラスよりも遅いペースで5位のトクホントムスープラを待つ2台。トクホンスープラが迫ってきたことを確認した脇坂はペースアップ。モービルの狙いは5位なのか、ここで S を先行させる。しかし FK マッシモスープラが間に入り、モービルは6番手。前方での駆け引きに惑わされることなく、無限の道神はチェッカーへ冷静にマシンを進めていく。冷静にレース展開と路面コンディションを読んだ無限 NSX、 今季初優勝。300クラスは BMAC が劇的な勝利で今シーズンなんと3勝目。
策を講じたエッソとモービル。結局エッソは4位、モービルは予定外といえる6位でフィニッシュした。チームのみんなもね、作戦うまくいっていい仕事してくれたのでね、みんなの、力のおかげです。で僕自身ね、やっぱり今年怪我をして、復帰してから GT ここのとこポイントも取れてなかったんでね、で今回優勝できたことで、本当僕のね、周りの本当大事に支えてくれてる人たちのために今回優勝できてよかったです。はい、ここでねチームタイトルは取ったみたいなんで、それもいきますよ。ちゃんとこの前の合同テストも100キロ積んでテストしてるんで自信あります。今回はでも苦労したでしょ。いやもう今回はもう無理だと思ってたんですけども、なんかね前がバタバタ潰れてったんで、うちトラブル多いってねみんなから言われてたんで、そういう意味ではねこの重さでトラブルなく走りきれたんで満足してます。後ろから西山さん、しかし9点のポルシェが来てました。相当大変だったんじゃないですか。そうですね、もうタイヤがきつくて、とにかくもうあんまり見ないように意識して走ってたんですけど、なんか最後向こうが諦めてくれたみたいなんでよかったですね。ドライバーから素敵なプレゼント。道上亮選手、伊藤大輔選手サイン入り T シャツとキャップをそれぞれ1名様に、本山聡選手サイン入り T シャツを2名様に、山野哲也選手サイン入り T シャツとステッカーを1名様に、柳田正孝選手サイン入り T シャツを1名様にプレゼントいたします。このビデオへのご意見ご感想を書き添えの上、パッケージについている応募券をはがきに貼り、ご覧の宛先までご応募ください。 How to drive GT Skyline。 GT カーをドライブするにはどうしたらいいのか、果たしてそのコックピットはどのようになっているのか、その実態に鋭く迫る How to drive GT カー。今回は GTR 編。教えてくれるのは本山聡選手。動かすことはできると思います。で多分スカイラインが一番、ツーリングカー的というか、ノーマルカーの雰囲気が残ってるんじゃないかなっていうふうに、考えてるんですけど、やっぱりトヨタさんなり、ホンダの車が一番、やっぱり低いしね、そういうシビアさ含めてやっぱりフォーミュラチックには。ただその走り出すことがすごい難しいんじゃないかなと思うんですけど、いや実際座って例えばクラッチミートだけは多少シビアだけど、そこさえ乗り越えられれば多分動いてからは動かすことはできますよね。そのブーンって運転はギアチェンジも、ここで実際にですね乗らせていただいて、いろいろ操作の仕方を教えてください。はい、いいですよ。はい、じゃあお願いします。はい、どうぞ。意外とあれですね、NSX とスープラも乗らせてもらったんですけど、広く感じますね。GTR はスカイライン一番室内がね、こうやって空間が広いですからね。その分空気抵抗が多くて大変なんだけど。メインのスイッチっていうのはどれになるんですか？メインがこれですね、イグニッション。
まあ、これを入れて、まあ、今バッテリー切れてますけど、まあ、これでスタートでエンジンをかけると。はい、なるほど。はい、いろいろとこのステアリング周りにあるんですがね、僕もねこんなにいっぱいついててあんまり正直覚えてないんだけど、これまずじゃあこのラジオ、これは無線ですね。そうですね、まあ、僕がねいつも使ってるのは、乗ってて、まあ、無線、これはピットとの、ね、その更新用に無線、とあと使ってるのは僕はピットロードスイッチ。ピットロード入ってスピード制限があるんで、これをオンにすると60キロ以上出なくて、この時って、アクセルはどうしてるんですか？アクセルはもう大体半分ぐらいハーフで、これもう一個ピットってのがありますけど、これね車の横に多分電気がついてるんですけど、まあ、例えば無線が壊れたりトラブルな時に、ピットインしたいっていう時にここをオンにして、ね、そのストレートを通過した時にそのピットからメカニックが分かるように、まあサインですね。ここについてますね、この後ろのところに。これ何かなと思ってたんですけど、そういう感じで、まあ、2個つけたらもう特に緊急みたいな。そういう辺は、まあ、今のところ幸いにしてまだ使ってないんですけど。なるほどなるほど。まあ、であと次がこれ、パッシングボタン。ライトですか？ピカピカピカ。そうですね。まあスカイラインはもう最近ついたんですけど、まあ他のメーカーさんの車は結構前から1年ぐらい前からね、もうバシ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 っていうね、もう感じ悪いぐらいのパッシングをする車があって、まあ一応ね、まああんまり使わないんですけど、まあたまに使う程度で、まああとこれはウインカーです。まあウインカーは基本的に使わないですね。ここにいろんな数字が出てるんですけど、そうですね。まあ僕はあんまり走っててあんまりメーター細かく見ないんですけど、まあ基本的に僕ドライバーとしていつも見てるのは、もう基本これラップタイム。それ今ゼロが並んでるのがラップタイム。1分何秒いくついくつラップタイム。まあこのラップタイムここに出る時もあるんですけど、まあここは状況によって出るものが変わりますね。その時重要なものが、まあ周回数だったりラップタイムだったり。周回数も出るんですか？水温だったり気温だったりとか、まああとはまあこれギアポジション。これ今1は1速。今1になってるんですね。まあ1、2、3、4、5、6。まあ一応目安程度に見るっていう。でこの隣にあるのがそのギアのシフトアップランプ。これは回転が上がっていくと順番についてるんですか？多分青だか緑だかから始まって黄色になって赤になってっていう。左からルルってつくんですけど、まあ一番右がついたらとにかくシフトアップで、真ん中がこの真ん中がですね、スピードメーターでもう最高速、まあ最高速というかその時走ってるスピードの、その時走ってる、これはでもレース中は見ない？レースは見ないですね。まあでもまあ部分的なコーナーの立ち上がりで、まあアクセル踏んでいってアウト側膨らんで、まあ、ちょうどアウト側に一番行ったところでパッと見て何キロっていうのはで毎週201キロだったとか202キロだったでその自分のスピードの乗りも分かるし、まあ、そういうために使ったりとか。そうなんですか。自分で見るポイントの目安を作っといて、まあ、そこを通過した時にパッと見て何キロって言うとこの週速いかもって分かったりとか。そういう目安にすることもある。でちょっとクラッチとか踏んでみていいですか？はい。じゃあまずクラッチから。結構重いけど死ぬほどっていう感じではないですね。これ割と優しい感じですね。じゃあちょっとブレーキ踏んでいいですか？はい。これはやっぱりもう全然違いますね。ストロークが少ないというか。アクセルは割とこう。アクセルは軽いですよ。でやっぱりGT レースは耐久レースなんで、これ乗ってていろんな部分でやっぱ疲れない車もやっぱりいろいろ考えてるやつなんかもやっぱりアクセル一番踏みますからね。やっぱ踏みやすいようにしといてもらって、クラッチペダルっていうのはそんなに使わないんで頻繁に、走ってる途中は。なるほど。どうもありがとうございました。どうも。
スカーダイジェスト JGTC2002 年シリーズ最終戦鈴鹿決戦。まさに激戦と呼ぶにふさわしい今シーズンは7戦終わり、500クラスは上位8台のマシンのドライバー、300クラスは上位6台のマシンのドライバーにチャンピオンの権利が残され、シリーズチャンピオンの栄冠が争われることとなった。11月16日に行われた公式予選 GT300 クラス、午前中トップタイムをマークし、そのままポールポジションを奪ったのはランキング2位のユニシア・ジェックス・シルビア山野柳田組。予選2位は熟成が進み速さを増してきたマッハ号。ランキングトップ B マックはウェイトの影響でコースアウト。午後タイムアップするが5位にとどまる。ランキング3位オートバックスアペックス MRS は予選6番手。ランキング4位プラスイタイさんは予選13番手。ランキング5位クスコスバルインプレッサは予選17番手。ランキング6位エンドレスタイサン GT3R は予選12番手につけた。予選終わり1点を追加したユニシアがなんと B マックに並び同点で決勝に臨むことになった。GT500 クラスのポールポジションを奪ったのはポイントリーダーの S ウルトラフロースープラ。予選2回目目の覚めるようなスーパーラップを決めた脇坂はチャンピオンに最も近い位置を手に入れた。予選2位はランキング8位でチャンピオンの可能性を残す博多ドーム NSX、 大逆転なるか。予選3位はランキング5位モービルワン NSX。予選2回目試験のショートカットでベストタイムを抹消されながら3位になり1点を追加。ランキング2位の au セレモスープラは予選5番手。ランキング3位の無限 NSX は予選9番手。ランキング4位のレイブリック NSX は予選7番手。ランキング6位のザナビーニスモ GTR は予選11番手。ランキング7位のトクホントムスープラは予選13番手からスタートを切る。それではポールポジションを決めた脇坂の最速ラップを車載カメラでご覧ください。
おめでとうございます。ありがとうございます。ポールポジション、久しぶりにね、最近鬱憤のたまるアタックばっかりやったんですけど、久しぶりにアタックして出て楽しかった。そのポジション2って聞いた時も、何がポジション2やねん、もっといったろかみたいな感じでね、本当ね楽しかったからですね、気持ちよかったです。この勢いでいったらこのまま突っ走りでしょ。いや突っ走るっていうか、でも突っ走りますけどね、もう最後のレースですからね。とにかくもうポールも取ったし、一番前からスタートしますから、そのまま21に渡したいと思います。2連覇をかけての最終戦ですが。そうですね、今日の予選5番手か6番手だと思うんですけど、ちょっとエストが早かったかなという、予選はね、ただ決勝に向けてはね、なんとかしないといけないんで、このまま終わらないですけど、今回ちょっとね、昨日からセットアップにちょっと苦しんでるんで、あとは道上選手のグッドサポートでの大輔選手のチャンピオンですけど。そうですね、僕はタイトル取った時も三沢選手にサポートしていただいて取れたみたいなものもありましたし、逆に今度は僕がそういうね、大輔をタイトル取るために、スポート役として今回はそうなってますけども、なんとか、前に鈴鹿でタイトル取った時みたいに、走れたらいいなと思ってます。はい、本当に頼りになる相棒なんで、そういう部分では精神的にはすごく楽だし、明日の決勝に向けては何の不安というか不安もないです。車のバランス的にはいいんで、あとね、予選でね一番前にいた方が勝てるチャンスは多かったんですけど、でもね、ピット作戦とかいろいろありますんで、そこでなんとか前に出たいなっては思うんですけど。Yeah, when I came to the end of the lap, my brake, the car had massive oversteer, and I don't know why. This car is very different from this morning, so I have to look at why. But yeah, I don't think I would have got pole today, but it should have been second, I think. So. 当然表彰台に行かなければ、チャンピオンになれないんで、そこがポイントになると思うんですけど。レースのセッティングは結構いいセッティングを見つけたから、結構レースはちょっと期待してます。いや、しかしこのチャンピオンのかかった大一番で80キロマックスウェイトでポール、気持ちいいでしょう。そうですね、結果的にポール取れたんで、2回目タイムアップしなかったんですけど、朝のね時点でトップになれて、それが良かったですね。はいね、どちらも取れば初タイトル。そうですね、はい。去年お互いに苦い思いをしたコンビですから見るからに重そうな動きですから、相当運転は大変なんじゃないですか。もう何かのアクションをするとね、それは全部重さって関係してくるんで、もう流れ出したら止まらないですし、あとちょっとブレーキとかね、その安全性のがちょっと心配で、ちょっと怖い、乗ってて怖い。展開的にはシルビアにしろ BMAC にしろ、結局その4点を抜かないと僕らのチャンピオンはないんで、あんまり状況は変わってないというところが。でも勝てばもう文句なしですもんね。そうですね、勝てばいいんですけどね、難しいかもしれないんでね、行くしかないでしょ、そんな。どこまで行くの？いや、優勝まで。そう11月17日決勝レース。最終戦もピットウォークは大盛況。そしてピットウォーク中に行われる恒例のチューニングカーのデモランでは RX7 に乗る松本晴彦選手がすごいドリフトを見せた。それにしても上り坂でもドリフト状態。いやー、これ逆番のお客さんの前でドリフトほとんど。気温16度、路面温度19度。いよいよ決戦の火蓋が切って落とされる。獲物を射るような視線で予選3位のラルフ・ファーマンはポールポジションの飯田明を見つめる。視線を外すことなくスタートの準備を整えるファーマン。すでに戦いは始まっている。スタートの瞬間が近づき、ドライバーたちの緊張は高まってゆく。
2002年オートバックス JGTC 第8戦最終戦の開催をここに宣言いたします。午後2時、帝国通りフォーメーションラップがスタート。2002年シリーズ激戦の末の結末は栄光か悲劇か。1周 5.86 キロの鈴鹿サーキットを52周した300キロ先にその答えは待っている。シグナルがレッドからグリーンに、シグナルがグリーンになりスタート。モービルワン NSX とゼントトムスープラが接触。しかし上位4台の順位は変わらず1コーナーへ。300クラスは1コーナーでマッハ号がユニシアに並んだが、ユニシアは首位を守った。サイドバイサイド。さあトップは早くも GT500 がデグラーカーブの1つ目からデグラーカーブ。それでは注目のスタートシーンを車載映像でリプレイ。1周目のヘアピンで早くも勝負を仕掛けていく高田ドーム NSX。
ドーム NSX 首位に躍り出る。S スープラは4番手まで順位を落としてしまった。そしてオートバックス NSX が5位に浮上。ザナビー GTR は同じニスモのカストロール GTR を先行させる作戦。オートバックス MRS、B マックは共にポジションを落とし6位と8位に後退。このままの順位ではユニシアに簡単にシリーズチャンピオンを許してしまうことになる。S スープラはオートバックス NSX、デンソースープラに次々とかわされ6位に後退。飯田明は後半を考え燃費をセーブしながらのドライブのようだ。6周目、300クラスのトップが入れ替わる。しかしユニシアにとってあくまでターゲットはシリーズチャンピオン。無用な争いはせずマッハ号を先行させた。
無限ドームのピットには道上の代役として4-3までステアリングを握ったドミニク・シュワガーが応援に駆けつけていた。英雄スープラとレイブリック NSX はチャンピオンをかけ熾烈なバトルを展開。大きく順位を落としていたオートバックス MRS は同じく大きく順位を落としていた BMAC をかわし11位にポジションアップ。しかしこのままなら両者ともポイントを獲得することはできない。そして13周目、早くもドラマは作られた。高田ドームとモービルワンがまさかの接触。高田ドーム大逆転チャンピオンの夢がもろくも崩れ落ちてゆく。首だよあいつ。数週にわたってバトルを展開していた英雄とレイブリック。デグナーでついにレイブリックが英雄をオーバーテイク。その隙にカストロール GTR も順位を上げた。17周目、チャンピオンに向け盤石の体勢を築いていたユニシアジックスシリビアがエンジントラブルでまさかのスローダウン。今年こそはチャンピオンの栄冠に輝くと思われたユニシアにレースの女神はまたしても微笑むことはなかった。さらにわずかながらチャンピオンの可能性を残していたクスコスバルインプレッサもマシントラブルでリタイア。レースは3分の1を終え真っ先にピットインしたのは英雄セルモスープラ。こちらも早めのピットインをしたレイブリック NSX。
かしニスモとタイミングが重なってしまいあわや接触。ポイントリーダーエッソウルトラフロースープラは26秒でピットワークを終え飯田から脇坂にチェンジ。無限ザナビー GTR も素早いピットワーク。そして23周目トップを走るモービルワン NSX がピットに滑り込んできた。モービルのピットワークタイムは S よりおよそ3秒遅い 28.8 秒。しかしモービルワンには十分マージンはある。その時コース上では300クラスのチャンピオンの可能性を残すプラスイ大佐がスピン。ユニシアのリタイアでチャンピオンの可能性が出てきたオートバックス MRS と BMAC は確実なピットワーク。モービルワン NSX とエッソウルトラフロースープラの差は21秒。26周目暫定トップと2位を走っていたオートバックス NSX とデンソーサードスープラが同時にピットイン。ピットアウトした時オートバックス NSX はモービルワン NSX の前に出た。しかしアウトラップでオートバックス NSX のタイヤは温まっていない。モービルワン NSX再び首位に。このままトップを守りゴールすればモービルワン NSX の得点は74点。チャンピオンを獲得することになる。それに対しこの時の順位が4位のエッソは72点。そこで脇坂11はベストラップ上位3台に与えられる1点をもぎ取るべくアタックを開始した。見事1分59秒739を叩き出しベスト3に入った脇坂は1点を追加。73点としモービルに1点差と迫った。チャンピオンへの可能性がわずかながら残っていたザナギーニスモ GTR はマシントラブルで無念のリタイア。一方300クラスはピットワークを終え大新シルビアがマッハ号に迫ってきた。首位モービルワンとの差を詰めていくオートバックス NSX。 一方エッソウルトラフロースープラはデンソサードスープラをかわして3位に浮上。そして3位にエッソスープラが順位を上げたことでポイントは75点となりなんとモービルを逆転。このままの順位でゴールすればたとえモービルがトップでチェッカーを受けても1ポイント差でエッソがチャンピオンに輝くことになる。首位を走りベストラップも出しているモービルワンにはもはや打つ手は何も残されていない。ただ一つ望みがあるとすれば
5位に順位を上げてきたレイブリック NSX にエッソスープラを抜き去ってもらうこと。モービル陣営にとってもはや自分の力ではどうにもならないところで運命は決しようとしていた。300クラスのチャンピオン争いも熾烈を極めていた。 B マックは10位、オートバックス MRS は7位。この順位ならば互いのポイントは69点で、なんとリタイアしたユニシア・シルビアがチャンピオンに輝くという信じられない展開。一つ順位を上げれば逆転でチャンピオンになることができるオートバックス MRS はペースを上げた。しかし痛恨のスピン。シグマ MRS にかわされ8位に後退。ポイント追加のはずが逆にポイントを68点に減らしてしまう。ところが首位を走っていたマッハ号がスピン、大きくポジションダウン。さらに代わってトップに立ったウェッズスポーツ MRS もスピン。同説 B マックオートバックス MRS は順位を2つ上げ、優勝回数で上回る B マックがチャンピオンに最も近い位置に居座ることになった。43周目、誰もが目を疑うような信じられない光景を目にする。チャンピオンの可能性を残し7位を走行。徐々にペースを上げていた無限 NSX がトラブルでもないのにピットインしたのだ。無限 NSX はニュータイヤに交換。さらにサスペンションのチューニングも予選用に変更してレースに復帰してゆく。なんとホンダ陣営はエッソウルトラフロースープラのベストラップ1点をもぎ取るためにホンダのエース道上亮にタイムアタックを命じたのだ。全てはモービルワン NSX をチャンピオンにするために。ベストラップを出すことがお前の使命だ。そう告げられた道上はウェイトハンディ100キロのマシンで脇坂の出した1分59秒739を破るべくコーナーを攻めてゆく。そして300クラス、スピンを喫し順位を下げていたオートバックス MRS がシグマ MRS をかわし4位にポジションアップ。なんという劇的な展開。オートバックス MRS は4位に浮上したことでポイントを75とし、一気にチャンピオンの最有力候補となった。そしてファイナルラップ。無限 NSX がベストラップを出すならばそれ以上の得点を獲得すればいい。脇坂十一は渾身の力を込め2位を行くオートバックス NSX 土屋圭一の攻略にかかる。
チェッカーフラッグ。トップでチェッカーを受けたのはモービルワン NSX、 今シーズン3勝目。そしてシリーズチャンピオンの行方は。道上亮、100キロ積んだマシンでは脇坂のタイムを破ることはならず、この瞬間エッソウルトラフロースープラ脇坂重地飯田明の頭上にシリーズチャンピオンの栄冠は輝いた。300クラスの勝者はダイシンアドバンシルビア。300クラスチャンピオンの面目を保つ勝利。そして気まぐれな勝利の女神は300クラスシリーズチャンピオンにオートバックスアペックス MRS を選んだ。喜びに沸く脇坂飯田。対照的にシーズン3勝を挙げながらわずか1点差でチャンピオンに手が届かなかったモービルワン松田は天を仰いだ。獣医選手おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。攻めて攻めたね。最終ラップね、16番がファーストテストでプッシュしてるかもしれへんから、もう8番抜こうかなと思って、もうそれだけでもう結果的に抜けへんかったけどね、まあ楽しかった。最後のラップもすごかったですね。楽しかったですよ、本当楽しかった。あれね、もう土屋さんやしね、もう危なげなくクリーンなバトルしてくれるの分かってるからね、あれだけ攻めれるし、まあ良かったですね。まあアギラがね無事僕につないでくれたんで、もう前半はね厳しいの分かったんですけどね、それねもうかっこ悪いですけど我慢してね、燃費セーブしてつないでくれたんでね、これプッシュできたし、まあ良かったです。ありがとうございます。なんか目からよだれが出てたんじゃないの？いやー嬉しいね、やっぱね。いや特に今日みたいなもう本当1ポイント差ね、1ポイントを争うレースってのは本当にもう本当ドキドキした。最後16番タイヤ入ってた時はもうダメかなと思って、でもね諦めなかった。でもやっぱり序盤ね苦しい中ちゃんと耐えたレースをできたっていうところが、もうね今年は本当に確かに我慢するレースがすごく多かったんですけどね、まあ本当に11にいいところばっかり持ってかれてって言い方もされるんですけど、でもねそんなことよりも僕はチャンピオン取りに来てるんで、本当に2人でいい仕事ができたんで、もう本当に良かったです。おめでとう。これが全てです。もうありがとうございました。いつもそれのあいことすんの。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。最後分かってた？チャンピオン実は知らなかったでも B マークがいなければもしかしたら4位だと思ってたんですけど、それまでちょっと無線がちょっと調子悪くて全然分かんなかったんですよ。新田さん3回目96、99に続いて、いやもう本当に本当に嬉しいです。ちょっと信じられない。しかしすごいレースでしたね。そうですね。いやもう本当にね、もう前半はもう終わったなと思って、もう何度も本当に半分飛び出したりとか何度もしてたんだけど、なんとか壊さないでとにかく新一に渡してと思って、新一に渡して、で新一は本当に今までのテストからもずっとよく本当に車のことも理解しながらよくやってくれたんで、
新一に任せればと思ったんだけど、またいつものように変なのがあって。でもね、タイヤも BF グッドリッジね、3戦初年でチャンピオンですし、もう言うことなし。いや本当にそうですね。もう本当に信じられない。おめでとうございます。ありがとうございます。レースには勝って、そして勝負に負けたっていうか、でもいいレースでしたね。そうですね、60キロで本当にね、スープラここ速いって分かってたんで、ラルフとね、2人でね、勝つしかないんだって2人で決めてたんで、もうね、やる前からすごいプレッシャーでしたけど、でもラルフもね、すごいね、頑張って予選もやってくれたし、ね、ワンスリーのね、初めの方も1位でね、僕に渡してくれたんでね、もう何とかしてね、1位でゴールしないとと思って、何が何でも踏ん張りました。しかしワンポイント。それ言ったらね、悔しいですけど、でもシーズン3勝ね、できたんで、悔いは残ってないです。2002オートバックス JGTC、 最後の最後まで息が詰まるドラマチックな展開を見せたシリーズはここに幕を閉じた。やる前からすごいプレッシャーでしたけど、でもラルフもね、すごいね、頑張って予選もやってくれたし、ね、ワンスリーのね、初めの方も1位でね、僕に渡してくれたんでね、もう何とかしてね、1位でゴールしないとと思って、何が何でも踏ん張りました。しかしワンポイント。それ言ったらね、悔しいですけど、でもシーズン3勝ね、できたんで、悔いは残ってないです。
2002オートバックス JGTC。 最後の最後まで息が詰まるドラマチックな展開を見せたシリーズはここに幕を閉じた。